おい、いたぞ俺。桐生じゃねえよ。この野郎、紛らわしいなりしてんじゃねえ。桐生じゃねえ。おい、こいつ見たらすぐに知らせろ。いいな。はい。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん。もしかして桐生さん？やっぱり桐生さん。レイナ、ちょっとどうしたの？血が出てる。怪我してるの？大丈夫？ああ、大した怪我じゃね何があったの？え。いいんだ、何でもない。それよりもう言ってくれ。あんたも俺と一緒にいるとまずいことになる。分かってる。堂島組に追われてるのね。ああ、だったらうちの店に来て。行くとこないんでしょ？ダメだ。あんたに迷惑がかかる。俺のことはほっといてくれ。そんなこと気にしないで。ほっとけない。錦山君の兄弟分を見捨てるなんて。あいつとはもう兄弟の縁を切った。あんたも俺に構うな。巻き添えにしたくない。そんな風に言われて引っ込めると思う？あんまり舐めないで。来ないんだったら今ここで大声あげる。本気よ。こんなとこにいればすぐ見つかる。お願いだからこれ以上時間かけさせないで。いい？私は先に行って店を閉めるから、桐生さんは少ししたら後から来て。目立たないように裏口から入るといいわ。ああ、それじゃあ後で必ずよ。レイナ、すまない。謝るのはそれで最後にしてね。ちゃんと来てくれたのね、桐生さん。あまり長いはしない。橘って男から連絡が来るまでだ。それまでの間頼む。もちろん。座って。とにかく頭の傷手当てしなきゃ。レイナ、今錦がどうしてるか知ってるか？風間組の事務所に詰めているみたい。さっきも出入りしているの見かけた。
なんだかすごく怖い顔してたけど。そうか。ならよかった。傷そこまで深くはないみたい。消毒だけするわ。ああ。さっき桐生さん錦山君と兄弟の縁を切ったって言ってたよね。それって彼を巻き込みたくないからなんでしょ？今の俺は堂島組全員に追われてる。あいつはもう俺と関わらない方がいい。そんなことだと思った。結局あなたたちってお互いを自分の身以上に思ってる。錦山君はうちに来るときいつもあなたのことを楽しそうに話してた。私にはそんな仲間がいないからすごく羨ましい。何にしても俺はこれ以上あいつの荷物になりたくねえ。もう兄弟を苦しめたくない。あのね桐生さん、一応知らせとくけどあなたのこと警察も探してる。今日この店に刑事が来てあなたに話が聞きたいって。心当たりある？ああ、どうやら時間切れってことらしい。時間切れ？どういうこと？俺には殺しの濡れ衣が着せられてる。殻の一坪に出た死体の件でな。それを橘が殺に手を回して俺への捜査を抑えてくれてたんだ。その猶予が切れた。でも濡れ衣っていうことは。ああ、俺は殺してない。はめられたんだ。桐生さん、誰か来る。今の時間もうエレベーターは動かないはずなのに。奥の部屋に隠れて。堂島組をなめんじゃないよ姉ちゃん。おら出てこいや桐生。この店はずっと張ってたんだよバカが。こそこそ隠れてんじゃねえぞおら。桐生さんダメ、逃げて。やっぱり嫌がった。おい応援呼んでこい全員だ。へい。すまねえレイナ。やっぱり俺はここに来ちゃいけなかった。桐生さん、もうてめえの居場所はどこにもねえんだよ桐生。桐生さん。店やらしてすまなかったレイナ。全部俺のせいだ。すぐにこいつらの仲間が集まってくる。もう行かねえと。待って、警察を呼ぶ。逮捕されるかもしれないけどそれでも警察員なら殺されない。無駄だ。ヤクザがここまでやるからには殺が来たとこで引きはしない。俺を始末するまではな。そんな。誰か他に助けはいないの？いればあんたにも迷惑かけずに済んだ。迷惑だなんて。じゃあ迷惑ついでに一つ頼まれてくれるか。え？
こいつを錦に渡してほしい。これはそれを渡してこう伝えてくれ。俺のために復讐するのだけはやめろと。組に逆らえばあいつは俺の二の舞になる。桐生さん、桐生さん。もう逃げらんねえぞ桐生。だがこんだけ道連れがいりゃ寂しい思いしないです。バカな、まだまだ駆けつけてくる。どうあがいても地獄見んのはてめえだけだ。おらぶっ殺せ。なんて野郎だ。マジかよ。兄弟。頑固なやつだな、おめえ。いつかこうなることは分かってたはずだろ。だがもう脅しじゃ済まなくなっちまった。アバノ、橘の居所は後でじっくりお前の体に効く。そいつを相手どこで死んでもらうことに変わりはねえがな。兄弟、手柄はてめえにくれてやる。だがこいつは俺がやるぜ。キリア、おめえが変わった橘はどうしてんだろうな。ここんとこばったり姿消しちまったら連中おめえを見捨てたってわけだ。風間の頭もおめえを見殺しにする気らしい。報われねえな、今時の仁義ってやつはよ。橘は必ず殻の一粒を手に入れる。そうなりゃあんたらもまずいことになる。俺はどんな目に遭おうが橘の居所は吐く気はねえ。今ここで追い詰められてんのは俺だけか。知った風な口聞くんじゃねえぞ赤楚。任せとけ兄弟。俺がすぐに黙らしてやる。たっぷり楽しましてもらうぜ。キャリア！この野郎！まだ終わっちゃいねえんだ。
こせおら。おい誰だ。もう店はぶちまけろ。なんだ桐生さん、乗って。立花。早く。遅くなりました、桐生さん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。逃がせろおめえら。くそガキや。くそや。堂島組の締め付けでうちの情報網も動きが鈍っていましてね。なかなかあなたの状況がつかめず、小田さんに知らせる暇もありませんでした。おかげで自分で慣れない運転をする羽目に。あんたにも苦手なもんがあったんだな。苦手というか、いわゆるペーパードライバーっていうやつです。緊張した。おかげで助かった。あんたが来なけりゃ俺はあそこで終わっていた。俺は甘かった。自分はもっと強い人間だと思ってたんだ。だからどんなに突っ走ったところでそのケツは全部自分で取れるつもりでいた。それが今じゃ俺が近くにいるだけで周りの人間が危険にさらされる。俺を守ろうとしてくれた人たちがだ。セレナのママ、風間のおやっさん、錦、それにあんたも。結局俺はたくさんの人間に守られていただけだった。それに気づかずにいたツケが今になって回ってきたらしい。バカだった。私があなたならそんなことは気にしません。私はね、桐生さん、自分の周りにいる人間は全て利用すればいいと思っています。私の育ってきた環境では誰もがそうしていました。そうでなければ生き残れないし、のし上がっていくこともできません。金でも何でも使っていかに周りの人間を利用するかだけを考えるんです。これはあなたのようなアマちゃんには遠い世界の話でしょうけどね。ならさっき俺を助けに来たの俺を利用するためってことか。そうなりますね。あんた何が言いたいんだ。私は人を利用してきた結果として金と力を持つようになりました。どうも私にはその方面の才能があったようです。ただしあなたと違って私には
私のために命を張るような仲間はいません。私の周りにいる人間もまた私のことを利用しているだけです。あなたが自分をバカと言うなら、私もいくらかそんなバカになりたかったと思います。立花、あなたを守ってくれる人たちは、あなたが自分の損得で動く人間でないことを知っている。その上、あなたは一度こうと決めた相手をバカみたいに命がけで信じることができる。そんな人間は特に今みたいな時代めったにいるもんじゃありません。残念ながら私はまだあなたのために自分の命までは張れません。ただあなたを信じて私の命を託すことはできます。立花、今のはシラフで言うことじゃなかったかもしれませんね。よかったら一杯おごる。後にしましょう。この車はここで乗り捨てます。あの車は敵じゃありません。織田？この町にもわずかですが登場界の力が及ばない場所があります。これからそこへご案内します。どうかしたのか？おい、立花！社長、しっかりしてください。社長！大丈夫なのか、立花は。とりあえずはね、ここだけの話。社長は随分前から腎臓をやられてんだ。このことは立花不動産でも俺しか知らない。病気ってことか。昔社長が腕をなくした時、輸血するまでにだいぶ手間取ってな。それで腎臓がうまいこと動かなくなった。社長の腕を落としたのはその頃敵対してた中国人マフィアどもでね。もちろん落とし前は俺がつけといた。仇の話には聞こえねえな。昔のことだ。俺らはその頃まだ不動産屋でもないゴロつきでさ。でもそれ以来社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなった。こいつをやらねえと社長は死んじまうんだ。立花はそんな体で登場界を敵に回してきたのか。この人は体がこんなんじゃなけりゃ全部一人でこなしちまう。腎臓のことがなきゃ多分立花不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうな。それでこれからどうする？全部社長が目覚ましてからのことだ。安心しな。
ここはカムロ町の中で唯一登場界の目が届かない場所でね。アジア街って呼ばれている。聞いたことねえか？アジア街？この界隈に住んでんのはアジア系の外国人だ。堂島組から身を隠すにはうってつけの場所だよ。あんたらはそんなとこにも顔が利くのか？俺も社長も日本人じゃないからな。え？俺たちはもともと在日中国マフィアだ。だからここも闇医者だよ。まっとうな病院にはかからねえからな。出身はマフィアか？初めて聞くな。別に隠してたわけじゃない。ただ今まで橘不動産が登場界に尻尾つかませなかったのもこのアジア街って聖域があったからだ。この辺りの店はマフィアたちにみかじめを収めててさ、外国人同士つつましくやっている。そうやってる分には登場界もアジア街を黙認するとさ。じゃあここに俺らが出入りしていると知ればアジア街は登場界の怒りを買うってことか？まず間違いなくな。けどうちはここの顔役にリスク以上の金を払ってる。誰だ？さっき言った顔役の使いだ。陈先生在叫你，要你把那日本人也带去。ジーダウラ、何か問題か？あんたの扱いについて顔役と話をつけなきゃならない。ただあまり歓迎ムードじゃねえようだ。このビルの近くに中華の店がある。あんたにも一緒に来てもらうぞ。行こう。陈先生，这我客人是日本人，你不在意用日本语吧？こちらはアジア街の顔役で陳さん。陳さん、こちらが。桐生一馬さんだね。元堂島組の。陳先生は在日華僑に3人いる長老の一人だ。橘不動産の情報網にはこの方のネットワークも大きなウェイトを占めている。アジア街に来るのは初めてだろう。狭くみすぼらしい場所だ。大したお構いもできず申し訳ない。とはいえこれでも我々は以前このカムロ町でヤクザとも肩を並べていたんだよ。しかしそれをあなたのボス堂島宗平や風間慎太郎が力で押さえつけた。女子供含め多くの血が流され、やがて我々は地下に押し込められた。桐生はその頃まだ堂島組にいませんでした。無論承知している。ただの世間話だよ。失礼しました。その後力を失った我々は時代とともに日本人の金回りが良くなるのをずっと横目に見ていた。この狭いアジア街の中でね。小田さん、そちらの客人はアジア街に歓迎できんよ。その人はあの堂島や警察にも追われているね。ここにかくまえば災いの種になる。それを言えば
俺や社長も登場会に追われる身です。アジア街は同胞を見捨てることはしない。だが桐生さんは日本人のヤクザだ。それなのに橘不動産はこの件我々に対して事前に話を通してもいない。突発的なことでやむを得ませんでした。ですがここを追い出されれば桐生は堂島組に殺されます。それでも我々は別に困らない。待ってください。橘不動産からの上がりはアジア街にとってもでかいはずです。今までうちとアジア街はいい取引をしてきました。その上でのたってのお願いです。取引は対等なものだった。こちらも金に見合うだけの情報は提供してきたはずだよ。あんた方に借りはない。承知しています。ならこの件については別に金を用意します。私の顔に金をくれとでも書いてあるか。じゃあ他に何が必要です。言ってください。やめなさい。礼儀を忘れて交渉はできませんよ、小田さん。社長。橘、あんたもういいのか。陳さん、お騒がせしています。小田さん、陳さんは一度下した決断を変える方じゃありません。私たちもアジア街にいる以上、そのことをわきまえておくべきです。ここに桐生さんをかくまうことはできません。でも社長。小田、もういい。事情はよく分かった。俺はよそに行く。帰る前にお茶を一杯どうだね。そのくらいはここにいても構わんよ。いえ、お気遣いなく。すみません、桐生さん。私もあの陳さんがここまで堂島組を恐れているとは思っていませんでした。風間のおやつさんも言ってた。何年か前、堂島組は外国人のしのぎを奪って大きくなったって聞いている。その時かなりの血が流れたらしい。ああ、俺たちはその頃まだカムロ町にいなかった。それで陳さんとの間に温度差があったようだ。いいんだ、俺はここを出る。また連絡してくれ。それなら西公園で身を隠すのが良いかと。ここほど安全とは言いませんが。西公園？ホームレスのたまり場になっています。あそこなら堂島組もすぐに桐生さんを見つけられはしないでしょう。分かった。それにしても今は逃げ回るので手一杯だな。殻の一坪の方はどうなってる？持ち主を抑えるって話だったはずだ。ええ、でもその話はまた後で。西公園に行ったら今夜だけはそこでしのいでください。明日迎えに上がります。この寒空に野宿か。かける言葉が見つかりません。ならあんたも一緒にどうだ。今二人でいるのは目立ちます。それに私は明日のために少し準備がありますから。準備？何のだ？大したことじゃありません。そっか。それじゃあ明日だな。ええ、それではまた。なんとか堂島組に見つからないように気をつけてください。分かってる。よう、あんた。ん？忘れたか？
この間酒をおごってくれたろ。それであんたに橘不動産の人間が出入りする場所を教えてやった。ああ、確か第三公園であったな。そうそう、思い出してくれたか。でもこんなとこで何してる？家がなくなってな。あんたらと同じだ。なんだ、それじゃお仲間ってわけだ。ああ、それで今夜一晩どこかに寝られる場所はねえか。凍え死ななけりゃ何でもいい。いいよ。そんなら俺のねぐらに寝させてやるよ。ただ襲ったりすんな。俺はそっちの毛はねえんだ。チッ、バカ言ってんじゃね俺のねぐらはすぐそこ。あのブルーシートのやつだ。好きに使ってくれ。そうだな、一泊10万でどうだ？え。はあ？なんてな、冗談だよ。気が向いたらまた酒をおごってくれ。すまねえな。ありがとう。いいってことよ。ほら目障りなんだよ。てめえらどっか行け。なんだ。おい、あんた起きろ。くそ、奴らだ。堂島組？堂島？何言ってる。こいつらホームレス狩りだ。おい、そこにも2人いるぜ。へい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 。あれ、そっちのやつなんかホームレスっぽくないじゃん。別にいいんじゃね？ここにいんだから同罪だよ。同罪。逃げんなよ。やめろ。何命令してんの？やめてくださいだろ。なんだこいつ。やってくれたよ。これ大怪我だよな。一車両一車両。どうしようもねえガキどもだな。そうでーす。僕らガキの未成年でーす。人殺しても罪になりません。罪にならなきゃ罰は受けねえとでも思ってんのか。世の中そんなに甘かんねえぞ。生きがいいね。俺らとやる気かよ。おい、こいつ俺のこと殴ったんだぞ。ぶっ殺せ。だね、そろそろ本気でやっちゃう。いっぺん人が死ぬとこ見てみたかったしさ。なんだよこれ。ふざけんなよ。やめろよお前。こんなことしてタダで済むと思ってんのかよ。何がどうタダで済まねえんだ。分かったよ。悪かった。だからもう許してくれって。それで謝ってるつもりか。それ
謝る相手を間違っている。なあ、これ君んだろ。さっきこれでおじさんの頭殴ろうとしたろ。ってことはやっぱり君んだよな。やめろやめろよバカ野郎。もうみんな寝てるんだ。声が大きいよ。ありがとうよ。あんたが一緒にいてくれたおかげで命拾いしたよ。あのガキどもちょくちょく俺らの仲間を襲ってたんだ。多分もう二度と来ないだろうけどさ。そうか。そういやまだあんたの名前聞いてなかったな。俺は桐生だ。桐生さん。そうか、やっぱりね。確か町で堂島組の連中が探してるやつがそんな名前だったな。安心してくれ。ここにはもうあんたを売るような人間はいない。俺たちは貸し借りにうるさいんだ。そうか。よう桐生さん、客が来てるぞ。あんたを探してる。客？堂島組か。いや、橘不動産の人間って言ってる。一応あんたのことは知らねえって言っといたけど。そうか、すまん。そいつは今どこにいる？公園の出口に車止めてる。気になるなら行ってみな。よう桐生君。小田、あんたが迎えの人間か。まあね。昨べはゆっくり寝られたか。寒かったろ。いや、いい宿が見つかったんでな。それより橘は？社長は今あるところでお前を待っている。あるところ？どこだ？実はお前もよく知ってる場所だけど、ま、行ってみてのお楽しみだ。もう準備できてるなら車に乗ってくれ。いいか？ああ、頼む。よし、それじゃあ早速出発だ。今んとこつけられたりはしてねえようだな。公園に野宿までして隠れてたんだ。少しぐらいゆっくりさせてもらうさ。それで今から行くのは新しい隠れ家ってことか？いや、そういうわけじゃない。堂島組がカムロ町中に目光らせている限り、あんたはどこに隠れたっていずれは見つかっちまう。だから社長は堂島組の動きを抑えるために手打ってるとこだ。どういうことだ？今社長がいるのはお前もよく知ってる場所だ。俺たちもそこに向かってる。だからどこなんだ？言わなくてもお前にはそろそろわかる。ここはまさか。やっとわかったか。
東上会本部。何の真似だ小田。社長は今東上会のトップにあんたのこと掛け合ってる。堂島組の動きを押さえつけるにはそのさらに上の極道になしつけるしかないってさ。待て、東上会は橘不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか。橘もあんたも俺も全員殺されるぞ。何考えてんだ。社長もそのくらい分かってるよ。それでも交渉ってのはいつだってやりようがある。先に降りてくれ。社長のいる場所に案内されるはずだ。いくらなんでも無茶だ。社長は賞賛があってここにいるわけだが、危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ。ビジネスにはリスクがつきものでね。けどあんたもうちの社員なら社長を信じろ。今度から何かするときはもっと早く教えろ。しっかり頼むぜ桐生君。桐生さん、ああ、ご存知でしょうが、東上会2代目代行新原さんです。東日本における極道社会の最高権力者。お前が桐生か。なるほど。その目つき、風間の若い頃を思い出すな。適当に育っていいぞ。いえ、俺はここで。ない。そんじゃ始めるか。先ほどもお話ししましたが、私の望みはうちと東上会さんのカムロ町での共存です。うちはあの町にどんな人間が来ても受け入れる。それを許しているからこそカムロ町は発展してきた。ただ東上会の大門を恐れん連中だけは別だ。あんたんとこの商売はそのルールからはみ出している。私は東上会の恐ろしさを分かっているつもりです。今日伺ったのはそれを形にしてお見せしたかったからです。何か手土産があるということか。ええ、その上で一つ2代目代行にお願いしたいことがあります。言ってみろ。堂島組に桐生さんから手を引くよう東上会本家から働きかけてください。新原さんがご存知かどうか、堂島組は桐生さんを消そうとしています。堂島もバカじゃない。そいつにも消されるだけの理由があるんだろう。堂島組が桐生さんを狙っているのは私を捕まえるためです。私は殻の一粒を手に入れるのに必要な情報を持っています。殻の一粒か。なるほど。堂島はあの土地をよその人間に取られるわけにはいかねえだろうからな。だけど当然その上がりは
本家にも入る。俺にあんたを助けてやる理由はない。話は変わりますが、堂島組は登場界で稼ぎ頭だとか。本家の中にさえ堂島組の力に対抗できるだけの人間はいないそうですね。あなたも含めて。堂島は本家に莫大な上がりを収めている。できた子分ではあるな。そして登場界の跡目に今一番近い人間です。そう遠くない将来、堂島宗平が登場界の三代目になる可能性は高い。それがどうした？このまま堂島組が殻の一粒を手にすれば、さらに莫大な金と力を得ます。登場界に絶対的な独裁者が現れることになるでしょう。そうなった人間は目上の者にも敬意を払わなくなるものです。つまりあなたは会長代行まで上り詰めながら、その老後は劇的に惨めなものになる。何？立花。新原さん、堂島に殻の一粒を手に入れさせてはいけません。一幹部が本家をしのぐ力を持てば、登場界は何もかもが大きく変わってしまう。堂島の開発計画は上がりのでかいしのぎだ。登場界本家にも奴から相応の金が納められる。ただそれだけだ。何も変わりはしねえ。そんな目先の話にとらわれてるようではトップは務まりませんよ。代行、てめえ口の利き方を知らねえようだな。お持ちした手土産が届いたようです。入れてやれ。5億あります。これを桐生さんの命の代金としてお納めください。5億？これは前金です。堂島組の動きが止まりましたらさらに5億。加えて今後カムロ町でのうちの上がりの3割を登場界本家に納めさせていただきます。たかが極道崩れの男の命に10億とはな。そこまでの価値があるのか？その程度の金ならいくらでも作れますが、本当の友人を作るとなるとそうはいきません。差し迫った事情を言えば、私が殻の一粒を手に入れるにはどうしても桐生さんの力が必要です。随分高く買われているな。どうでしょう、新原さん。あなたには今私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢もありますが、おそらくそのことで堂島から大した見返りはないでしょう。将来的にもね。でももしここで新原さんにお力添えいただければ、この先も堂島さんを本家に忠実な一幹部に留めておくことができるかもしれません。私の個人的な印象では、
堂島さんはそのあたりが分相応に思います。なるほど。あんたは確かにヤクザの股開かせんのがうまい。金の使い方もよく分かっている。あの堂島が手こずるわけだな。恐れ入ります。なあ、堂島に伝えろ。桐生一馬は今から東上会本家の預かりとする。手出しは無用だとな。貴重なお時間をありがとうございました。二代目代行。桐生、風間がお前くらいの年の頃、あいつがどんな極道だったか知っているか？いえ、詳しくは。一言でいや一騎当千だ。腕といい度胸といい、俺から見ても惚れ惚れするような男気を持つ本物の男だった。もしあの頃に戻って奴を10億で買えるなら、俺は迷わず払う。お前が本当に10億の価値があるのか見させてもらう。このままおとなしく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ。交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でした。これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで？ビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょう。この場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずです。そういうことだ。この場を切り抜けるって無茶だ。ここは東上界の本丸だぞ。無茶でも何でもこれが極道の流儀なんでな。小田、橘を頼む。くっそ、分かったよ。桐生さん、ご無事でしたか？ああ、そっちも大丈夫そうだな。ええ、小田さんがついてますから。やっぱりすんなり正面から返してはくれそうにないか。たく、たった3人相手に全力でかかってきやがって。何を言ってるんです。初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。それは分かってますけど。これくらいの修羅場なら今までに何度も経験してきたじゃないですか。それに桐生さんもいるんです。決して勝てない戦いではありません。橘そうでした。
それじゃ一丁ビシッとやりますか。新人に頼りっぱなしじゃ先輩の沽券に関わる。よし、それじゃあそこの扉から外に出よう。ええ、行きましょう。なんとか生き延びたのが。ここに長居は無用です。行きましょう。桐生一馬か。あの風間が目をかけただけのことはある。あれもいつか化ける男なのかもしれねえな。桐生の件だがな、本家がちゃちゃ入れてきやがった。堂島組や桐生一馬に手出し無用とな。そいつは橘不動産の手配りです、親父。連中もうちに追い詰められちゃ本家に泣き入れるくらいしかありませんからね。全部予想できた動きです。久世と阿波野にはできなかった。俺にはさらにこの次、橘が桐生をどう動かすかも分かります。なるほど。もう久世と阿波野に遠慮する気はねえってことか、渋沢。殻の一坪は俺のこの手で差し出しますよ、親父。いつまでこんなとこにいるつもりだ。久しぶりの休息です。たまにはゆっくりしないと持ちません。私は体が弱いんです。あれだけ極道を相手に暴れ回れりゃ十分だ。ただ死に物狂いだっただけですよ。なあ、あんた。はい。なんで俺なんかのために10億も出したんだ。おまけに東上会本家に借りまで作っちまった。あんたは金と力を手に入れ、それで東上会に迫りたいと言ってたな。そのために殻の一坪が必要だと。だが
本当の目的は他にあるんじゃねえのか。だとしたらなんであんたはそんな体を張ってまで殻の一粒を狙う。あの土地には俺の知らない何か他の価値があるのか。それについては企業秘密というわけにはいきませんかね。社員にも言えない企業秘密か。あんたについていく社員は命がいくつあっても足りねえな。だからあなたのような人が私には必要なんです。風間さんもそれをよく分かっていたからこそ桐生さんを私につけてくれた。だが殻の一粒についちゃまだ何も進んでねえ。これからどうする？俺は何をすればいい？それなんですが、昨晩ようやく殻の一粒の所有者を抑えました。その人物は今大阪の蒼天堀にいます。蒼天堀？ええ。ですがすぐにこちらから出向くわけにはいきません。我々以外にもその人物を狙う組織が蒼天堀にいます。あんたの他に所有者の居所を突き止めた奴らか？おそらくは渋沢組の人間です。渋沢？あいつか。問題はその渋沢以外にもあの近江連合までが動いているらしいということです。近江連合？奴らも殻の一粒？ええ。その近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません。今の蒼天堀は私たちにとってカムロ町以上に危険です。少なくとももっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょう。そいつはあんたらしくもね。織田も言ってた。ビジネスにリスクはつきものだってな。それをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのか。あんたの腎臓はアジア街を長く離れるわけにいかねえ。だが俺は逃げ回るだけなのはもうごめんだ。待たされるのも性に合わねえ。あんたがどう言おうが一人ででも蒼天堀に行く。殻の一粒の持ち主はカムロ町に連れてくればいいんだな。ええ。ですが俺も行きますよ。桐生の言う通りです、社長。状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか。誰かが俺らより先に殻の一粒を手に入れれば全部水の泡なんです。安全策だけじゃ後手に回ります。たまにはいいことを言うな、織田。リスクは承知の上ということですね。それでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですか、桐生さん。ああ。私が指示したわけじゃありません。ですから何かあっても労災は出ませんよ。もう俺のために10億出してもらってる。これ以上あんたに金出させる気はねえさ。そうですか。でしたら結構です。桐生さん、蒼天堀に向かう前に準備を整えておいてください。ああ。あんたらはアジア街に戻ります。話は通しておきますから、準備ができたら陳さんの店に来てもらえますか。
私と織田さんはそこで桐生さんを待ちます。堂島組はあらかた町から消えたみてえだ。二代目代行が約束通り手回してくれたと見える。とはいえ油断すんなよ桐生君。分かってる。それじゃ後でな。お待ちしてました、桐生さん。あなたが蒼天堀に行く前に殻の一坪の持ち主についてお話ししておこうと思いましてね。ああ。その人物は今うちと協力関係にあるとある組織にかくまわれています。協力関係にある組織？その組織については後で織田さんから説明してもらいます。ただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝元、長い時間かくまえるものじゃありません。ですから殻の一坪の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。それもできるだけ早く。なるほど。それを俺と織田がやるんだな。ええ。この役はやはりあなた方にしか任せられません。桐生さん、あなたは殻の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ。あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。ええ。ですが桐生さんには近いうちにお話しできると思います。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら、そのためにも無事にカムロ町に帰ってきてください、桐生さん。分かった。それで殻の一坪の持ち主はどういうやつなんだ？若い女性です。ただどうも目が不自由とのことでほぼ失明しています。え？その殻の一坪の所有者は牧村誠という人物です。裏社会の複数勢力から標的とされる牧村誠。彼女が狙われる理由を探る真島は誠の面倒を見てきた中国人の針師リーに見込まれる。リーはかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった。誠を守ろうとする2人の前に現れた男、近江連合基人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部で西谷、佐川という2つの勢力がそれぞれ誠を奪い合っていた。徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中、真島は密かにかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまう。しかし最後に誠を手にしたのは突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。誰やお前。
いってやちっくしょ真島ちゃんさ、忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でも真島ちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟になしつけてお前を登場界に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、100歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあるんだ。おふくろに内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ。親の前ではな。あ？次の日その猫を殺してやったよ。お前のことは必ず殺すよ。でもその前にあの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。もしかして真島ちゃんの古いお友達？知らんわ、あんなやつ。なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あないな小娘に一体何の価値があんのや。知りたい。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。はあ？真島を使って牧村誠という人間を殺せってそれだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟？そしたら女殺せっちゅうのは島野の親父からの命令なんか？そう。だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたんや。さあな、それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ、せやけど気になることはある。奴は女を奪って生きよったが殺そうとしてるようには見えへんかった。それは西谷も同じや。ちょっと待て。西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか？西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言うてきた。あの子を殺すつもりやったらそないめんどくさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意。おかしいな。
初耳だな。まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。あり得る話や。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、札にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。はあ。そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。分かった。真島ちゃんさ、西谷のこと以外に俺に隠し事ないよね。あらへん。はあ。もしも何か隠し事してたら殺す言いたいんやろ。分かってきたね、真島ちゃん。真島？なんでおめえが。おう、牧村誠はどこへ？はあ？何言うとんねんあれ。俺んとこからあの子を盗んだ男、ありゃ西谷のお仲間やろ。今あの子はどこにおんねん？何のことやらさっぱりわからんな。せやけどたとえ知っとってもお前に教えるはずないやろ。何様やねん、メチキクみたいにフラッと入ってきよって。わしら極道やで。なめんのも大概にせえよ。そら拳で聞けっちゅうことか。お前らもう何遍も俺に負けとんのや。結果は分かりきっとるやろ。あの子の居場所知っとんのか知らんのか、どっちやねん。知っとっても知らんでも生きて返さへんでわれ。はあ、こりひんやっちゃな。しゃあない。ほんならこの際知っとること全部吐いてもらうで。あんたもしかしてビリケンさんか？誰やあんちゃん。俺は真島五郎っちゅうもんや。あんたに頼めば留置場の西谷に会わせてくれるっちゅう話聞いての。俺はどうしても奴に会うて聞かなあかんことがあるんや。おめえは西谷のなんや、ダチか？俺はダチやあらへん。西谷の敵や。バリッバリの敵や。敵と名乗るやつをわざわざ引き合わせると思うか？ダチって嘘ついたとこであんた見破るやろ。西谷は用心深いやつや。嘘も見破れんデカを窓口にするはずがない。正直に言うたらあんたも一手間省けるやろうしな。いさげんやな。せやけどそれだけでよし案内したろとはいかへんで。分かっとる。なんぼ渡せばええんや。いややな、今の時代みんな金で収めようとしよる。どないしたらいい？真島言うたな。ちょっと一杯付き合うてくれるか？あ？ちょうどええとこにほら船も来たしな。屋形船？お座敷遊びでもするんか？
だって乗ったらいいんや。西谷に繋いでほしいんやろ。真島言うたな。お前西谷のなんや。さっきも言うたやろ、敵やって。酔っ払っとんのか。敵にもいろいろあるやろ。いろいろ。ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えばダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会うたばかりや。あいつのことはよう知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか。古いもなんもあいつがガキン頃から知っとるわ。ほう。西谷はどんなガキやったんや。万引きのうまい赤ちゃんでな。幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、中学生で車嵐、そんなガキやったな。なんや想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか。人を刺して殺したんが奴が高校の時やったな。えらい飛び級やな。そやけどデカのあんたがなんでそないなやつの窓口なんかしとるんや。なんや。おい、どないなっとるんや。遊びに付き合い言うたやろ。どこへ行くんや。三途の川底や。三途の川底。なんやここは。何の目的か戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。あんたが。まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが、知ってる人間はここを三途の川底って呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うてもここは罪人の処分場なんやからな。世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できんかった殺人鬼、政治の都合で公にできんテロリスト、世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるんや。この闘技場で1年間戦うたら茶場に戻したるっちゅうとる。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうが相手殺そうが構わん。そしたら死に物狂いで戦うやろ。けどどんな奴でも毎日戦わせてみ。まず1年は持たん。罪人同士で死刑を執行させようてるわけか。ゲス。罪の償いと世の平和のためや。ほな、
この環境がなんやねん。命かけた本物の殴り合いなんてなかなか見れるもんやない。どんなもんでも珍しいもんには大きな金が動くってもんや。何が罪の償いや。金もめったなこと言うもんやあらへん。しがない刑事のささやかな副業や。で俺をここに連れてきたのはなんでや。実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな、勝負がマンネリ化しとる。そうなりゃ賭博の上がりも寂しなる。いやー、お前さんが試合盛り上げてくれたら手こ入れになるやろな。俺に出場せえ言うんだ。何も1年間戦い言うんやない。ほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええねん。そしたら留置場の西谷にも合わせたんで。あんたみたいなクソなデカめったにお目にかかれるもんちゃうな。せやけどこの胸くその悪さをリングの上で晴らしてきたるわ。ええ返事や。そん代わり3人勝ち抜いたら必ず西谷に合わせるんやで。ああ、約束してある。さあ、それでは次の対戦を発表いたしましょう。皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼ジンジャー・チャップマン。ジンジャー・チャップマン。対する挑戦者は本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新星、罪状は謎に包まれた赤眼の男、真島ゴロ。versus ゴロ真島。さあ、時間無制限、ルールなし。レディーファイト。Winner, Goro Majima! なんと突然現れた赤眼の罪人真島五郎がデビュー戦でまさかの大勝利だ。これは次の試合にも期待がかかります。それでは早速参りましょう。次に登場するのはこの男、患者を自然死に見せかけ殺していった快楽殺人鬼ドクター・キリヒト。ドクター・キリヒト。真島五郎、果たして2連勝なるか。さあ、時間無制限、ルールなし。レディーファイト。Winner ゴロ真島。この強さは本物だ。真島五郎2連勝。まさかの展開に会場は興奮のるつぼと化しています。しかし謎のルーキーの快進撃も残念ながらここまでかもしれません。そう、次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー。デッドバンチャ
さあ、サンズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。時間無制限、ルールなし。 It's show time! 決まった！今ここに新たな伝説が誕生しました。その名はマジマ五郎だ。 Congratulations! ゴロマジマ。いい腕やな。こないに盛り上がったん久しぶりや。どうや、今度からちょいちょいリング温めてくれへんか。金は払うで。俺は高いで。嫌やな、お金の話ばっかり。そないなことより言われた通り参照したいんや。あんたにも約束を守ってもらう分かっとる。ついてき。しかし汚い川の底にあないなもんがあるとはな。汚いもんがいろいろ隠してくれとんや。水底なんか見えん方がええ。ああ、みんなが見たない現実を汚いもんが隠してくれとるんや。昔この川に女子高生の死体が上がってな。かわいそうに顔は見る影もないほど殴られて、体はナイフでめった刺しや。外車は片親でな、親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やった。せやけど必死の捜査も虚しく、犯人はなかなか捕まらん。むごい話やな。1年かかってようやく犯人を突き止めたが、親父さんは一層どん底に落ちた。なんでや。犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩きよる。事件なんて知らん顔でな。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？耐えられんの。ぶち殺したくなるやろな。せやな。で、そのガキはめった刺しにされて殺されたんや。じゃあ親父さんが？ちゃう。殺したんは当時高校生やった西谷や。西谷が？西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。知っとったやろな、親父さんが苦しんでんの。外道に生まれついた人間には外道にしかできん役割があんのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それから三途の川底を作り、今じゃ西谷の窓口になっとるっちゅう話や。ってことはあんたが？さあ行くで。
あ、お疲れ様です、ビリケンさん。おう、ごっついご確認捕まえてきたで。入れたってくれ。あれ、いつもより多いんやないですか。気にしな。あんたんとこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな、楽しんでこいや。世話になったな。西谷のええダチになりそうやな。奥で茶でも入れますよ。おい、西谷。おい。こらこらこら、真島君やないか。どないしたん？万引きでもしたんか？お前に会いに来たんや、西谷。ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島君に会いたい思っとったとこなんやで。はあ？お前が俺に何の用や？この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。せやけど警察に邪魔されて最後まで蹴りがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。アーセンと真島君、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でも蹴りつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで。途中で腕ん中止になったら選手のええプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん。あの喧嘩はまだ1回表やで。わしゃ何としてももう一度殴り合うて楽しみたいんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようで来たんとちゃう。誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。誠さらったんは白いスーツの見たこともない男や。お前の仲間やないんか。わしにそないな友達はおらんで。なんやて？せやけど予想はつく。わしでも真島君でもない第三の勢力や。第三の勢力？一体何者や？まあわしは大方目星ついとるけどな。知っとるんか？誰なんや？西谷さん、これ。ああ、そうや。酒買うてきてくれるか？せっかくの来客やん。ええ酒頼むで。わかりました。ちょっと待っとってください。
わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。ほんともそうちゃうか？あ？せやけど、ここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと？拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったら備えなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、誠をさらった第三の勢力は何もんや。そうやな。真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれん相手やもんな。教えてあげようかな。けどどないしようかな。おとなしくはかんと今度は楽しい殴り合いで済まんことになるで。そんな言われるとわしごっつい期待してしまうで、真島君。この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな。安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固なってしまうんや。もう我慢できへん。変わったやつやな。お望み通りとことんしばき倒したるわ。ゾクゾクするわ。さすがや。わしますます真島君に惚れてもうた。あんたほんまにおもろいやつやな。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えばええ仲になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えたんや。最高にええ出会い方やで。なんや急にまっとうなこと言いよって。ほな聞かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ真島君、佐川のおっさん裏切ってわしと組まへんか？ああ？誠ちゃんを狙う第三の勢力は日教連ちゅう集団や。日教連？東上会の直系組織や。東上会直系？あほな、日教連なんて聞いたことないで。そらそうや。表向きには東上会の大門を掲げとらん裏の組織や。誠ちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁世良勝や。世良勝？数日前に世良が日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしや誠ちゃんを狙っとるんやないかと
勘ぐってたとこやった。なんで東上界の勢力が2つも誠狙っとんの。2つ？俺に誠を殺すように命令出したんは島野の親父や。島野っちゅうと東上界の島野か。なあ、世良も島野も東上界や。ほんなら東上界ついでやわしも教えたる。わしの雇い主は堂島組の渋沢っちゅう若頭補佐や。堂島組？せや、これまた東上界の直系や。世良の日教連、お前に命令下した島の組、ほんで堂島組、3つ全部東上界や。一体どういうことや。なんでやろな。ま、東上界の内輪もめなんかわしには関係あらへんことやけどな。日教連が隠れとる場所は分かっとんのか。ちゃんと調べ上げとるで。どこや。知ってどないする気や。誠取り返しに行くに決まっとるや。無理や。真島君が強いんはよう分かった。せやけど一人でどないかなるほど甘ないで。日教連は何やと。東上界の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながらアメリカの CIA、 ソ連の KGB 言うたところやな。せやけどわしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。それにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあんで。何や。佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもわしゃ殺しやなくて柄を押さえて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川裏切ってわしと組めばとりあえず誠ちゃんを殺す羽目にはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたらそのままおとなしく日教連に預けとくわ。せやけど誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんようになってな。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任や。極道の食い物にはさせへん。残念やな。お前みたいな男ともっと早く出会わんかったがほんまに残念や。なんや急に。なんやろな。わしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ。日教連が潜んどるな。椿園の中や。椿園？なんや、こっち住んどって椿園も行ったことないんか。脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんねん。でなんやその椿園っちゅうのは。椿園はな、それは歴史ある料亭街の通称や。日教連はそん中の弁天やって店にアジト構えとる。誠ちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街？ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したる。ついでに一緒に暴れたる。ええんか。俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話や日教連から誠ちゃん取り返した後や。さあ真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。
さてほんなら楽しいお遊びに出かけますか。おいおまるさん出して。チェックアウトや。真島君も一緒に出るで。なんや誰もおらんのかい。しゃあないな。勝手に出るで。お茶逃げや西谷。なんやねんなお茶。お前ビリケンさんにはようしてもろたんですがね。娘が大学行きたいなんて言うもんでして、ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。はんたら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか。誰にや。これあかん感じやないかい。西谷昔おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら罰やったんな。なあおっちゃん。真島君わしはこのアホンダラと片つける。西谷あんた思いっきり暴れたらええ。思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早う死ぬんや。なら後先考えんと自分の道前に進めや。何言うとるんや。さっさとくたばらんかい。はよ行けや真島。誠っちゅう女生かした責任きっちり取っとらんかい。行けや真島。許してくれ。頼む。
お疲れ、真島ちゃん。そうよ。ちょっとの間、蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな。心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ。檻なんだよ、檻。ホテルでさえ出かける時にはフロントに一声かかるよな。檻ん中のお前が何黙って出てんだよ。なあなあ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ？もちろんあんたに報告しに来とくや。だよな。よかった。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃん。掃除のおばちゃんがよ。で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな。牧村誠の居場所。ああ、せやけど誠を奪っていった白いスーツの男は西谷とは関係あらへんかった。誠を奪ったのは日教連のセラっちゅうやつや。日教連？大門は隠しとるが東上会の直系組織。東上会？島野の兄弟と同じ。西谷を雇ったのも東上会や。堂島組の人間やった。じゃあ東上会の勢力が3つも牧村誠を狙ってるってことか。この情報全部留置場で西谷に吐かせたのか。せや。西谷相手に上出来だな。奴からここまで聞き出すには相当えぐい拷問でもしたんだろ。え？どんなことしたんだ？いろいろや。で、東上会からモテモテの誠ちゃんは今どこにいるんだ？椿園の中の弁天やってる予定や。そこに日教連がアジト構えとるらしい。椿園ね。日教連って連中も目の付けどころがオツじゃないの。どういう意味や？そりゃお前、牧村誠みてえな女の子が泣いて歩いてても違和感ねえからな、椿園は。言ってみりゃわかるって。それじゃあ早速行くとするか。なんや、あんたも行くんか？犬を一人で散歩に行かせる飼い主がいるか？いねえだろ？お前が蒼天堀から出るときは俺も一緒なの。分かった？兄ちゃん、兄ちゃんよってって。どうです旦那、遊んでいかはりますか？勉強させてもらいますよ。悪いなばあさん、
俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者やな。どこ行きはんの？あそこだ。弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しけりゃそういうことになるな。待っとれよ、誠。どっちから行く？まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは右。二手に分かれて女探すぞ。佐川藩一人で大丈夫なんか？心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが世良だろうが牧村誠だろうが。せいぜい玉切れにならんようにな。セラ、日教連を相手にここまでたどり着くとはさすが島の組で鳴らした男だ。誠は牧村誠はどこや？彼女は先ほどある人間に託されここを出た。なんやて？ある人間って誰やねん？そう焦るな。それは花からお前に伝えるつもりだ。は？信用しろ。俺はお前の敵じゃない。せやったら組員を襲わせたのはなんでや？手荒な真似をして悪かった。しかしお前の覚悟を知っておきたくてな。覚悟やと？知っての通り日教連以外にも牧村誠を狙っている組織がある。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。それが真島、お前の存在だ。3年前忽然と島の組から消えた組員がなぜ今蒼天堀にいるのか。そしてなぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた。だがここからがわからない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか。彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。俺は誠の価値なんか。そう、お前は知らない。じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた？あの女に惚れたってことか？まさかな。お前が俺の何を知っとんねん。俺が人助けたらあかんのか？そうカッカするな。なんであれ彼女を助けたい一心なのは分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今は東上界の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。お前の覚悟を知っておく必要があってな。随分物騒なやり方やの。で確かめた結果はどないやねん。俺は慎重派でね。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。真島、もしも命を懸けて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。あんたのやり方に従うんは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。
ええやろ。やったるわ。お前の覚悟を見せてもらおう。どうや、満足か。ああ、お前の牧村誠への覚悟は痛いほど伝わった。ほなさっさと言えや。誠は誰の手に渡ったんや。不動産会社の人間だ。不動産会社？なんで不動産屋が？本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。一坪10億？そんな土地どこにあるんや？お前のよく知った町だ。カムロ町？誠はカムロ町に連れてかれたんか？ああ、今空の一坪を誰が手に入れるかで登場界が大きく揺れている。土地の10億なんてのは目先の金に過ぎない。空の一坪はカムロ町の再開発に絡んで莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。それで極道が非力な女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことが。ちょっと留守にしとる間に登場界も落ちたもんやな。信用してくれ。俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそうやったとしても他の連中が誠を奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。せやのに不動産屋に渡してやと誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。普通の不動産屋とはわけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。不動産屋ごときに誠が守れるわけないやろうが。その不動産屋の名前と行き先を教えんかい。教えてどうする？カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。どういうことや？カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう。佐川か。奴は必ず牧村誠を殺そうとするだろう。お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ。本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか？不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか？何や？もしも俺を信用できないんならその銃で俺を撃ち殺せ。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。カムロ町で誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり佐川を。
この泥棒猫が。ナイス連携プレーだぜ、真島ちゃん。俺に撃たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。こいつか。牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ。知りたかったんだろ。橘不動産桐生一馬。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな、真島ちゃん。あ？蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ、カムロ町。ええんか。だってよ、カムロ町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうならよ、地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。堂島組幹部阿波野の包囲網はついに桐生をカムロ町に追い詰めるが、橘の決死の覚悟が堂島組の一瞬の隙をついた。やがて殻の一坪をめぐる熾烈な争奪戦はついに東日本の裏社会を牛耳る東上会本家をも巻き込んでいく。目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる殻の一坪の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女をカムロ町に無事連れ出すことが桐生や橘にとって堂島組に対抗しうる唯一の手段だった。こいつか。牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ。知りたかったんだろ。橘不動産桐生一馬。どうも落ち着かねえな。ん？前に俺がいた頃の蒼天堀とはどこか違う。似て非なるものって感じか。あんた蒼天堀にいたことが。カムロ町に来る前は俺も橘社長もこの町にいた。ほんの1年半くらい前のことだ。その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ほんの 4,5 人の所帯でね。ただ社長はその頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で俺は社長の腰巾着だったわけ。橘が腕なくしたのはその頃の話か。まあね。当時組んでたやつが今小副長にしてちょっといかがわしいビデオショップやっててな。キャルって名前の店だ。お前
先に一人でそこに行っててくれるか。話は全部通ってる。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんでね。寄るとこ？この町の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくる。渋沢組と近江連合の動きも少しはわかるかもな。そうか。お前にはビデオ屋でセラって男からの電話を受けてほしいんだ。そいつが今例の牧村誠をかくまっててね。電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくる。セラってのも橘不動産のもんか？いや、東上会の人間だ。日教連って組織のな。日教連？聞いたことねえな。俺もよくは知らねえが、そのセラって男は風間の親分さんと通じているらしい。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の行方を探してたんだ。なるほどな。で、要するにあんたが街をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか。そういうこと。じゃ、また後でな。いらっしゃいませ。初めてのお客さん？うちはもん揃ってますよ。どんな趣味嗜好でも絶対お好みのが見つかりますわ。まあ、ベータか VHS かだけは気ぃつけてくださいね。俺は橘不動産のもんだ。小田から話が言ってるはずだが。なんや。そんじゃ、あんたが桐生さん？ああ。ほな、ちょっと待ってな。奥に部屋あるから。ん？特別なお客にはここ。中に電話もあるで。セラいう人からの電話がそこにかかってくる。ここはあんたの趣味の部屋ってことか？橘さんもお気に入りやった。この部屋作る金全部出してくれたしな。まあくつろいで。ほんで橘さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ？蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた橘とは長いのか？どっちか言うと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう2人くらいでケチなグレン隊やっとった。そこに2年前一匹狼やった橘さんが現れたんや。きっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の橘さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったで。今の橘からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど橘さんにボコボコにされて意外やったのは小田さんの反応やった。橘さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに自分たちの頭になってくれってな。まあ貫禄の差や。橘さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。何のことだ？聞いてない？橘さんは中国残留孤児の2世やで。中国残留孤児？橘さんのお母さんは日本人やった。
中国で生まれてすぐ、まだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって取り残されてな。中国人農家に拾われて年頃になると、そこの子供と結婚させられたらしい。立花さんはその間に生まれたんや。立花さん、日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本も恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やった。けどその土地のマフィアだけは立花さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で、立花さんも自然とガキン頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに、立花さんのことは兄貴や呼んどった。小田よう、店はほったらかしか。客が困ってたぞ。あれ、ほんま？ほなごめんな。ごゆっくり。あいつ話長かったろ。ああ、あんたらの話を聞かされてた。もしかして俺が社長に惚れ込んでたとかって話か？話半分に聞いとけよ。それよりあんたの方は案外戻りが早かったな。ああ、でも面白い話が聞けたよ。何日か前、牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンバチあったらしい。要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってことで、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ？え？いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。来たな、桐生。ああ、それから電話があったんだな。そういうこと。牧村誠の引き渡しは椿園の弁天屋って料亭でやることになった。椿園の弁天屋？ああ、そこの座敷でこれから世良と会う。周りに異常がなければその場で牧村誠を渡される。これからすぐか。嫌にバタついてるな。街中女を狙う連中で溢れてんだ。そんなお行儀よくことは進まねえよ。牧村誠は自分が殻の一坪相続してたことを世良に聞かされて初めて知ったらしい。土地の元の持ち主だったじいさんが2年くらい前に死んでんだが、その時には誠はもう家出してた。家出？ああ、それで誰にも居場所が長いことつかめなかったんだ。しかもその後何があったのか、彼女は目が見えなくなった。そんな不幸続きの中、相続することになった一坪10億。神様がかわいそうな子に手を差し伸べたってことか。そこら中からヤクザに狙われるっておまけつきだがな。彼女が神様に感謝してるか聞いてみるといい。いや、聞くまでもね。彼女ここ何日かずっとヤクザに詰められてたらしい。周りで死人も出てるってよ。何にしても土地に執着もねえし、さっさと手放したいそうだ。そうか。よし、それじゃいいか。女連れ出す段取りはこうだ。まずお前が弁天屋の中で女を受け取る。俺はその間外で店に出入りする客のチェックだ。で、弁天屋を出たらまず京都まで行く。そこから先は新幹線だ。新大阪から乗るのは
危ねえってことか。一応の用心だ。近くの駅は渋沢や近江の連中に見張られてる可能性がある。なあ桐生君、お前はこの時のために橘不動産に入ったようなもんだ。いよいよしっかり働いてもらうぜ。何が起きても牧村誠を守りきれ。殻の一坪さえ手に入りゃ風間の親分さんを守る道も見える。ここが椿園。あんまりキョロキョロすんな。いいか、俺はここで怪しい奴が店に入ってこねえか見てる。分かってる。また後でな。橘不動産の桐生さんです。日教連の世良だ。座ってくれ。橘不動産の桐生です。前から風間さんに聞いてた。それにお前の今の状況も全部承知してる。ただ今世間話の時間じゃない。こちらが牧村さんだ。橘不動産の桐生です。牧村です。お世話になります。もう一人小田という者と私でカムロ町までご一緒します。護衛ってことですよね。ええ。私は祖父が死んだことも今まで知らなかったんです。祖父の聞いたこともない土地のせいでこんなことに巻き込まれて。お察しします。この間私を守ってくれた人も殺されました。ずっとお世話になっていた人が。お金なんてどうでもいいです。早くその土地を手放させてお願い。わかりました。橘さんによろしくな、桐生。ええ。失礼します。それじゃ。急げよ、おい、早く来い。今の声。どうかしましたか？何してんだ、早く乗れって。行きましょう、牧村さん。はい。どうした？いや、わからねえ。申し遅れました。桐生の同僚で小田って言います。あれ、なんか
嫌われちゃいましたかね。桐生、右車線、後ろの車。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。スピード上げてきた。渋沢。何？くそ、気づかれてた。おい、飛ばせ。はい。何が起きてるの？あいつらマジかよ。キル、これすがお前、なんでこんなもん。言ってる場合じゃねえだろ。さっさと撃ちまくれ。何の音？あいつらバカか。マジかよ。さあ、ぶつかる。やっと終わったか。もう大丈夫なんですか？ああ、とりあえず。追っ手が来ないとも限らねえ。一旦高速降りるぞ。さあ、しばらくここに隠れる。チキショめ、渋沢はどっから俺らのこと気づいてたんだ。落ち着け、織田。彼女が不安がる。うぜえ、それがなんだ。私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ。何やってんだお前。下の様子を見てくる。悪かった。あんた怪我してないか？痛むところは。
桐生さんでしたよね。ああ。織田さんのことで聞いてもらいたいことがあります。何？私は多分あの人を知っています。え？やっぱ気づいてたんだ。織田。動くな桐生。動くなっつってんだ。何してんだお前。悪いけど俺はこの女を橘社長に会わせるわけにはいかねえんだ。なんだと？だからお前らには死んでもらうしかねえ。大丈夫か牧村さん。その杖は？世良さんから万一のご信用にって。でも橘不動産の人に使うことになるなんて。どういうことなんだ織田。なんで裏切った？あんたは橘の兄弟分じゃなかったのか？桐生さん、その人の左腕入れ墨が入ってませんか？コウモリの。織田。入っている。コウモリの入れ墨だ。やっぱりその人の声聞いた時に、もしかしたらって。何なんだ一体。私は2年前その人に監禁されて売られたんです。何？どういうことだ？言葉通りの意味だ。その女にしてみりゃ俺は殺しても殺し足りねえってやつだろうさ。だから俺ら二人とも殺すってのか？橘と彼女を会わせられねえってのは何だ？意味がわからねえよ織田。どういうことなんだ？一から説明しろ織田。分かったよ、話す。この入れ墨は俺が頭張ってたグレン隊のメンバーの証だ。俺が大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは5年前でね。それ以来この町で金になることなら何でもしてた。盗みもやったし叩きもやった。女騙して売り飛ばしたのも一度や二度じゃない。その女もたまたまそのうちの一人だっただけだ。それが橘とどう関わってる？俺が橘さんと出会ったのはそれからほんの少し後のことだった。あの人は初めて俺を力でねじ伏せた男だ。差がありすぎて敗北感さえなかったよ。そしてその力が
底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ。俺はあの人に兄貴になってくれって頼んだよ。俺らの入れ墨も入れてもらった。プライドもクソもねえ。あの人をみこしに担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに橘さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は橘さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。だがよ、そう思った矢先だ。俺は橘さんと一緒にあのことを知っちまったんだ。テレビで中国残留孤児の特集番組がやってて、そこに何年か前の古いニュース映像が流れた。日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だった。その子の姿見てすぐに思い出した。俺が最近韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。年頃も合う。それだけなら笑って済ませるとこだ。でもよ、母さん、シャオちゃん、信じられなかったよ。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだ。牧村誠が橘の妹。本当なんですか、その話。この子に及んで嘘はつかねえさ。取り返しがつかなかった。いくら過去のことでも橘さんは俺のしたことを許しはしねえだろう。なら俺がやれることは2つに1つ。破滅を覚悟で社長にあんたを会わせるか、もう1つあんたの存在をなかったことにするか。それがお前が大阪についてきた本当の理由か。ああ、俺の他に誰も俺がその女を殺す動機を知らない。渋沢組か近江連合に殺されたといや俺が疑われることはねえけど、それももう終わりだ。おい、こっちだ。こっから上に上がれるぞ。渋沢組だ。くそ。小田さん、立てますか。はあ、早く逃げないと。あんたまだ俺と一緒に逃げる気か。ったくどこまでおめでたいんだよ。桐生、銃くれねえか。俺が奴らを足止めする。何？俺はこの怪我だ。どうせ死ぬなら立花さんの役に立って死にて。そうだ。虫のいい話だけどさ、あの人に俺がそう言ってたって伝えてくれねえか。俺は本当に立花さんが好きだったって。伝えとく。
だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ。かもな。桐生さん、織田さんは？頼む、今は何も言うな。ありがとうよ、桐生。おい、あそこだ。あんたは俺が守る。必ずだ。はい。女渡せや桐生。どうせてめえはここで終わりだ。大丈夫か？こっちだ。大丈夫か？来い、捕まってろ。あんたはここで待っててくれ。桐生さん。もう逃げ場はないでも覚悟はいいな。こっちだ。渋沢さん。女どこだ？わかりませんよ。もう立花を裏切って俺についたんじゃなかったのか？なんですぐ俺に女を落とさなかった？あんたらが世良に先越されたからでしょ。せっかく女は蒼天堀にいるって教えてやったのに、もっと早く女捕まえてくれてりゃ俺は大阪に来るまでもなかった。鬼人会の西谷ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。まあ下手打ったのはお前もだ。何もしねえから安心してくれ。目立たねえとこに泊まりたかっただけだ。分かってます。兄は今どんな人ですか？普段はえらく冷静な感じだ。それに頭が切れてめったに感情を出さない。
そう、私の知ってる兄とはだいぶ違うみたい。あんたはいつからあいつに会ってないんだ。10年前、私は10歳で兄もまだ15だった。なのに兄さんは私と母さんを捨てて日本に、大阪に行くつもりとまでは聞いてた。そっか。だからあんたは蒼天堀にいたのか。橘を探すために。2年前、東京から家出して、蒼天堀で私、中国人を見たら兄を知りませんかって聞いて回ったの。でもその中にコウモリの入れ墨の男が。小高。あの人は私の探している兄に心当たりがあると言ってた。それでついていっちゃったの。けどさっきのあの人の話だと、あの時兄を知っていると言ってたのは嘘だった。ほんとバカみたい、私。それでもあんたは今度こそ兄さんに会える。カムロ町でな。兄がどんな風に変わってしまったのか少し怖い。私の知っている兄は強い人じゃなかった。中国にいる時、私も兄も日本人の子だっていじめられてた。映画館で暗くなるとね、周りの席からみんなが唾かけてくるの。上映中ずっと。私も兄も怖くて動けなかった。兄は自分の身を守るためにマフィアになるしかなかったんだと思う。そして中国を出たの。私の方はそれから何年かして日本に祖父がいると分かった。母は堂々と中国から出られるってすごく喜んでた。私も同じ。ただ日本の祖父が優しく迎えてくれたのは最初だけ。え？だって家族なのに全然言葉が通じないんだもん。だから私は中国語を忘れるくらい日本語勉強して、祖父にも日本にも馴染もうとした。でも母は日本語を覚えられないまま自殺しちゃった。最近まで私のこと助けてくれた人たちも、一人は殺されて、一人はもうどうしてるかもわからない。私の人生ひどいよね。なんかああ、ひどいな。長いこと暗い道を歩いていると、この先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってるやつなんてこの世に一人もいねえ。俺らにできるのは立ち止まって泣くか、一歩でも前に進むかの二つだけだ。あんたはどっちでも好きな方を選んでいい。入り口までは俺が案内してやる。私
私カムロ町に行きます。兄に絶対に会いたいんです。だから私を連れてってください、桐生さん。ああ。おい、いるか？おお、なんだ桐生さん、あんたまだ生きてたの？おいおい、べっぴんさんだけど、あんたこんなとこに女連れかよ。悪いが他に行くとこがねえ。また少しの間かくまってくれ。しょうがねえな。本当にむさ苦しいところですが、特に匂いとか。大丈夫です、すみません。いや、謝ることはないけどさ。なあ桐生さん、やっぱりこんなとこに若い子を置いとくってのはちょっとな。分かってる。私の兄が迎えに来るまでお願いします。お兄さん？ああ。ただ電話しても繋がらねえんだ。だから俺が直接そいつのところに行ってくる。それまでの間彼女を頼む。お兄さんってどこにいるんだよ？アジア外にいるはずだ。なんだ、カムロ町の中か。何日も預からなきゃいけないのかと思った。でもアジア外ならこの子を連れて一緒に行けばいいじゃない。堂島組に狙われてる。今は俺じゃなくて彼女の方がだ。安全か分からないうちはアジア外にも連れて行けねえ。堂島組に狙われてるって、この子が？なんで？あんたは知らねえ方がいい。そっか。まあ、あんたにはホームレス狩りから助けられた義理もある。分かったよ。引き受けた。立花。前に比べて体が弱ってるね。2日くらい一時的に容体が悪くなったんだけど、さっき目を覚ましてやっと落ち着いたとこだ。連絡取れなくてすみませんでした、桐生さん。もう大丈夫です。それじゃごゆっくり。立花、牧村誠はカムロ町に来てる。西公園のホームレスにかくまってもらってんだ。彼女は兄貴が迎えに来るのを待っている。小田さんから聞いたんですね。彼女が私の妹だと。お詫びします。あなたには全て片付いてから打ち明けるつもりでした。小田さんにもそう言っといたんですが。立花、
はい。織田は誠を殺そうとした。どういうことですか？それで大阪を出たきり、織田とは連絡が取れていない。おそらく織田さんはもう生きてはいないでしょう。かもな。全ては私のせいです。10年前、私は己の運命と戦わず、ただ逃げました。そのせいで母と妹は人生を狂わされたんです。今織田さんをも巻き込んで。立花、日本人の血を引く私は中国でリーベンクイズと呼ばれていました。その表現は日本人への憎しみが込められたものです。私は周囲の人々に常に怯え、やがて中国から逃げ出したんです。母と妹を見捨てて。その後、中国で日本人と蔑まれた私は、今度は日本で中国人と呼ばれました。蒼天堀に来てからは生きること、そして自分の身を守ることに必死でした。一度黒の世界に足を踏み入れた者は、周りを喰らいのし上がり続けることでしか生き残れません。少しでも弱みを見せれば周りに食われることになります。そして日々の善悪を振り返る気も失せた、そんな頃でした。母と妹が日本、このカムロ町にいると知ったのは、私は彼女たちを探すため蒼天堀を出ると、持てる力を使ってカムロ町に情報の根を張りました。探してどうするつもりかは決めていませんでした。ただ私が中国を去った後、そのせいで彼女たちがどんな目にあったか知らずにはいられなかったんです。でも分かったのは、一足違いで妹がカムロ町から姿を消していたこと。母も祖父もすでに亡くなっていたという事実でした。それともう一つ、妹に相続権のあるたった一坪の土地が、やがてカムロ町再開発計画にとって致命的な障害になり得るということです。それが殻の一坪。ええ。堂島組は再開発計画をめぐって莫大な金を地上げにつぎ込んでいました。彼らの計画通り全てがうまくいけば、その金は何倍にもなって堂島組に戻ってくる。しかし殻の一坪が原因となり、彼らの計画が行き詰まることが分かれば、妹はヤクザたちの争奪戦に巻き込まれる。ああ、今その通りのことが起きている。だから私はそのことに気づいた時点で、堂島組の若頭だった勝間さんに交渉を申し入れたんです。妹を守るために。おやっさんを交渉相手に選んだのはなんでだ？勝間さんが堂島宗平に今以上の力を持たれることを恐れていたからです。何？堂島宗平の力はすでに自分の器の許容範囲を大きく超えていました。
小物が大きすぎる力を持った時の暴走を風間さんは恐れました。堂島宗平が殻の一粒を手にすれば、それを手土産に東上界本家若頭の座につくでしょう。そしてゆくゆくは東上界の三代目です。そうなればもはや風間さんの手に負えなくなる。風間さんは私の持つカムロ町の情報網をもとに不動産会社を作るよう言いました。堂島組よりも早く殻の一粒を手にして妹を守れるように、そしてそれをできるだけの力を手にするようにと。それじゃ立花不動産はおやっさんの指示で作ったのか。立花不動産の誕生、そして殻の一坪にまつわるこれまでの出来事は全て風間慎太郎という天才が描いたシナリオの上で起こったものだということです。私は妹に会うため、風間さんは裏から東上会という組織をコントロールするため互いに手を取り合ったというのが、あなたと私が今ここにいる理由です。ただ妹は家族を捨てた私を恨んでいるかもしれません。数日前、セルさんから妹は目が見えないと知らされた時、私は兄と名乗らない方がいいと思いました。今はそう思っていないってことか。ええ。あなたが私に聞かせてくれた牧村誠という女性は、やはり私が記憶する妹でした。彼女が蒼天堀にいた理由も、私を探すためだった。ずっとこんな私を探してくれていたんです。立花、桐生さん、私は妹に、シャオチャオに会いたいです。今の私はそのためだけに生きながらえています。もう二度と逃げたくありません。もうすぐ会える。彼女はあんたを恨んでなんかいねえ。だが今もあんたの助けが必要だ。堂島組だ。奴ら立花さんを出せと言ってる。ここにいるのがバレたんだ。なんだと。なんでこんな時に。立てるか立花。はい。いたぞ、立花だ。お前らの狙いは立花なのか。てめえもいたのか、キル。いい加減死んどけ。アジア界にいることはできませんね。桐生さん、西公園に急ぎましょう。誠のところへか。堂島組が殻の一粒を狙う限り
妹はどこにいても危険です。それより早く土地を手放す手続きを取らせた方が。どうした？誰かに見られています。何？桐生さん。最悪の相手です。知っているやつか。大陸のマフィアにいた頃見たことが。私が知る限り最強の殺し屋。名前はラオグエイ。ラオグエイ。殻の一粒の殺しは一見荒い仕事に見えて、警察の目を疑いなくあなたに向けさせるためのプロの仕事です。ラオグエイならそれができます。なんだと？彼ほどの殺し屋が堂島組とつながっているとすると、あなたに殺しの濡れ衣を着せた張本人も彼でしょう。烈火手子，给我出来！我收到的命令，并没有要求我杀你。なんて言ってる？奴の狙いは私を生け取ることです。桐生さん、今の私たちではラオグエを相手に逃げることも戦うこともできません。ですがあなた一人だけなら逃げられます。妹、頼みます。立花、よせ！只要你不乱动，我就不惜死在你眼前。那个男人跟我的契约没关系，所以我没兴趣。陳さん。立花さんが堂島組に連れ去られたから3時間というところだ。今アジア外の人間に行方を探らせている。
渋沢という堂島組の幹部がここで橘さんが投石を受けていたことを知っていた。織田が情報を漏らしていたらしい。渋沢は今まで橘のことを泳がせていたってことか。織田は渋沢の犬だった。橘さんに牧村誠を探させて横取りするつもりだったのだろう。私が渋沢という男ならそうする。くっそ。それより橘の居所は本当にわかるのか。約束はできんが手は尽くしている。私はあの子を後継者にとさえ考えていた。本心から助けてやりたいと思っている。ところであなたは知っているかな。殻の一坪は橘さんと牧村誠の祖父牧村源三という男が持っていた土地の一部だった。彼は戦後になって土地を手放さざるを得なかったらしい。だが記録によれば一度に4人の買い手と交渉してわざわざ土地をバラバラに分割して売っている。おそらく意図的に一坪だけ自分の手元に残るようにするためだろう。どういうことだ。この時牧村源三には中国で生き別れた娘がいた。橘さんの母親にあたる人だ。牧村は彼女がもし自分を日本まで探しに来た時、そのたった一坪の土地が再会の目印になると思ったんじゃないだろうか。これは私の想像に過ぎんがね。皮肉なものだ。こう思う親の気持ちが今ヤクザの争奪戦に巻き込まれて橘さんたちを危機にさらしている。だが悪いのは一坪の土地を残した牧村じゃない。あなたたちヤクザだ。違うかね。今頃堂島組は橘さんを拷問にかけているはずだ。牧村誠を捕らえるために。しかしだからといって我々が堂島組に直接手を出せばアジア街はもはや東上界から存在を許されない。場所さえ分かれば俺が行く。俺が必ず橘を救い出す。そのためにあなたを手当てした。どれだけ傷が痛もうがあなたにやってもらうほかない。望むところだ。結構。では橘さんが見つかったら連絡する。それまでは彼の妹についててやりなさい。桐生、堂島組か。探したぜ。お前もいい加減目障りだって上からのお達しでな。見つけ次第始末しろとさ。くそ。ったくよ、いつまでしぶとく生きてやがんだお前。今どんな気分だ？橘にそそのかされて堂島に喧嘩売った挙句はしご外されてよ。あいつも今頃落ちんだるかもな。なあ、そうだろ錦山。錦。
もうてめえの味方はどこにもいねえ。これでしまいにしようや、桐生。桐生、立花は今久世の兄貴が拷問してる。もう殻の一坪が堂島組の手に落ちんのは時間の問題だ。それでもまだ望みはあんのか。立花は今どこだ？俺ら下っ端には知らされてない。もし知ってても教えられねいやー、面白くなってきたね。よし、俺らが見届け人になってやる。てめえら二人、ここでどっちか死ぬまでやり合えや。なんだと？お前の手柄にしてやるぞ、錦山。兄弟ぶっ殺してのし上がってみろや。極道ってな、どいつもこいつもバカばっかだ。てめえ俺のこと言ってんのか？どういうつもりだこの野郎！殻の一坪はじき堂島の手に落ちるとなりゃ、風間のおやっさんもしまいだ。俺がそんなのを黙って見てると思うか。相手が誰だろうとな。違うか、桐生。お前、自分が何してんのか分かってんのか？言ったはずだ。今俺に手を貸せばお前は。うるせえ！俺はおめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ。錦、覚悟しろよ。俺は一生おめえにつきまとってやる。そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。暴れてやろうぜ、兄弟。ああ、行くぞ！ほんと負ける気がしねえよ、お前と一緒なら。そいつはこっちのセリフだ。兄弟。錦、これから西公園のホームレス街に行く。牧村誠をそこにかくまっている。立花を取り戻すまでは俺らで彼女を守り続けるんだ。そうか。よし、分かった。行くぞ。桐生さん、あれ、もう一人。もしかしてお兄ちゃん？お兄ちゃんって。分かった。二人とも状況を説明させてくれ。少し長い話になるかな。
兄が堂島組にさらわれた。そんな。兄って橘？え、この子殻の一粒の持ち主だろう。その二人が兄弟ってどうなってんだ？いっぺんに聞くな。とにかく今は橘を取り戻すことだ。なんでやっと会えると思ったのに。橘をさらったのは堂島組の渋沢の指図だ。渋沢？大阪で俺たちを襲ってきたやつだ。堂島組若頭補佐の一人。今はそいつが堂島組を動かしているってことらしい。堂島組は兄じゃなく私の居場所を探してるんですよね。すまない。俺があいつを守ってやれなかった。でも必ず連れ戻す。俺が命に変えても。アジア街の顔役からだ。電話してくる。俺も行くぜ。桐生さん、兄をお願いします。お願いだから。分かった。すぐに会わせてやる。必ずな。桐生さんだね。陳さん、橘の居所はつかめたか？殻の一坪に隣接しているハイビルだ。七福通り沿いにあるクレッシェンドビル。そこの地下室に連れ込まれたらしい。クレッシェンドビルだな。人数は7人程度。ただクゼという男がそこにいる。知ってるね。ああ。クゼは渋沢の命令で動いているようだ。その前は阿波野についてたがくら替えしたと見える。よほど後がないらしい。だがそういう男ほど危険だ。分かっている。橘さんを頼む、桐生さん。クレッシェンドビル。この中に橘がいるんだ。ああ、このビルの地下室らしい。んじゃあ次6本目行こうか。ああ、7本目もまとめていっちまった。指先は神経が集中している。痛みを与えるのに最適です。まあな。手の指と合わせて残りたったの8本。全部潰れるまでに私の口割れますか？なめやがって。いい加減開けやおら！牧村誠はどこだっつってんだ。私に泣き入れてないでちゃんと仕事しないと渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょう、久世さん。
この野郎！殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえを殴るしか能がねえのか？お？あと少しで口はありますよ、こいつは。まだわかんねえのか？拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろや。はっ、そんなもん俺ができるわけないでしょ。ああ、俺はね、兄貴、人間殴んのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。極道に頭使えなんていつからそんなぬるくなっちまったんですか。そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。誰に向かって口聞いてんだ。てめえを見てて思い出したよ。俺はな、自分より強えと思える奴を殴るためにずっと極道を張ってきたんだ。てめえみたいな三下と一緒にするな。ちょっと何する気ですか？情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちゃ、この俺がいい笑いもんだ。てめえ笑ってんのか？おい、何見てんだバカ野郎が！てめえらなんでここが？そうかい。なるようになっちまうもんだな。くぜありがとよ。ガンガン行こうぜ。さあ桐生。立花、すまね。遅くなった。謝ることありませんよ、桐生さん。おい立花、よせ。妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む、誠をここに。分かった。もう間に合いません。立花、桐生さん、ラオグよ。操ってるのは堂島宗平です。なんだと？クゼが言ってました。すべての人は堂島が引いています。
かさまさを排除するためにあなたに殺しの濡れ衣を。おい立花、なんでこんなことに。立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。くそ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 。ほら、てめえのやるべきことをやったまでだ。殻の一粒はもう堂島組だけの問題じゃねえ。あの土地を近江連合に売ろうとしてる人間が東上会の中にいた。裏切り者よ。そいつが誰なのかまだわからねえ。ただそういう動きがあるのは確かだ。もし殻の一粒を近江連合が手にすれば、奴らは再開発計画を乗っ取れる。東京進出だ。そして東上界に戦争を。知ったことか桐生。女を渡せ。東上界全部を敵に回す気か。牧村誠に指一本でも触れてみろ。俺が東上界を潰す。一人残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。小僧がとうとう化けやがった。本物の極道に。桐生。お兄ちゃん、お兄ちゃんは？お兄ちゃんどこ？え？
ただいま。お兄ちゃん。牧村誠の行方はただ一人の味方だったリーの死とともに消え去った。真島は佐川、西谷といった誠を狙う勢力とともに彼女を連れ去った白いスーツの男を追う。間もなく浮かび上がってきたのは、かつて真島もその一員だった東上界の影。彼らはすでにカムロ町の不動産屋を使い、密かに誠をカムロ町へ立たせていたのだった。彼女を追うため蒼天堀という檻を出ることを許された真島は、かつて自分が極道として生きたカムロ町を目指す。ただし真島に課せられているのは今なお牧村誠の殺害に他ならない。すみません、もう許してください。さっきの威勢はどこ行ったんだぐらい。え？ほら立てや。立てっつってんだろが。助けて、殺される。何見てんだ。いいえ、何でもないですわ。ちょっとこの野郎、ふざけた真似してんじゃねえぞこれ。立てっつってんだ。収穫あったか、真島ちゃん。はあ、ただ街歩き回ったとこでどうにもならんわ。橘不動産の他の字もない。そりゃそうだよ。だってお前本気で探してやしねえんだもんな。もう女を見つけて殺すしかお前には生きる道はねえ。そいつは納得づくなはずだろう。蒼天堀から牧村誠が消えてもう丸1日だ。早えとこ橘不動産から取り戻さねえと完全に見失っちまうぞ。そうなりゃお前はもう終わりだ。そこんとこ分かってんのか。ああ、だったらもっとやる気出しても良さそうなもんじゃない？俺だってこんな狭いとこに缶詰になって我慢してんだ。近江の人間がカムロ町で幅利かしてたらことなんでね、お前に動いてもらうしかねえんだよ。せやったら島野の親父にも手借りたらええやないか。正直に女に逃げられた言うてな。ダメだ、島野には言えねえ。女は俺とお前だけで片付けんだ。
勘違いすんなよ。俺は島野を怖がってるわけじゃねえ。こいつはちょっとした政治の話でね。近江連合の人間としちゃこの件で島野に弱みを見せるわけにはいかねえんだ。どういうこっちゃ。牧村誠の一件は近江連合の上層部と島野の共同作戦なんだよ。近江連合には島野から空の一坪を100億で買い取る用意がある。なんやと。近江連合の狙いはズバリカムロ町そのものだ。空の一坪はカムロ町再開発計画の鍵を握っているからな。そいつを近江が抑えちまえば再開発に絡む東上界の島を一気に奪える。そうなりゃ近江は山ほど兵隊をカムロ町に送り込めるんだよ。東上界が抵抗する間もなくな。100億ぐらいはすぐに回収できる。そしたら親父は東上界を裏切るつもりか。あの人はそれを承知で近江に空の一坪を売るっちゅうんか。そう。島野は東京に進出してきた近江の兵隊を後ろ盾にして東上界を取るって腹なんだよ。近江の東京進出を許す見返りに兄弟は東上界のトップになれる。その時島野と近江連合はカムロ町の取り分を話し合うことになる。だから俺が今島野に弱みを見せたらそこにつけ込まれちまうってわけ。もっとも女殺す役にお前を指名したのは島野だ。女に逃げられた責任はあいつにもあると思うけど。ちょ待てや。親父の狙いが土地やったらなんで牧村誠を殺さなあかんねん。所有者やったとこで土地が手に入るわけないやろ。それについちゃ島野に何か考えがあるらしい。どういうからくりになってんのかあいつは任せろとしか言わねえ。けど近江連合の上はそれで承知した。実際大したやつだよ島野ってのは。せやったらあんたへの見返りは何や。この件であんたにも得はあるんやろ。カムロ町の支配者の座さ。近江連合側のね。あんた島野の親父から何も聞かされとらん言うてなかったか。随分話がちゃうやねえか。お前に知らせる必要はねえと思ってただけだ。今は事情が変わったろ。そろそろ休憩は終わりにしろよ真島ちゃん。結局橘不動産と女を見つけねえと話にならねえ。とりあえず探す当てがねえならチャンピオン街に行ってみろ。そこになんかあるんか。最近まで橘不動産の人間が出入りしてたってよ。ちょっと古い情報らしいがな。何あんた。この辺に橘不動産の人間が出入りしとるって聞いたんやけどな。ちいと話聞かせてくれんか。あんたもどこかの組の人？いや、そんなんちゃう。まあいいや。ここ何日かは橘さんとこの人は来てないよ。来るのは地上げのヤクザだけ。俺らも橘不動産の人たち探してるくらいでね。でもなんかヤバいことになってるみたい。ヤバいこと？堂島組に追われてるってさ。俺も詳しくは知らないけど。そうか。大きにな。やっぱりあんただったんだな真島さん。お前ら島の組の。
町の門からあんたを見たって知らせがあってな。今頃蒼天堀でのたれ死んでんのかと思ってたがよ。組から消されたあんたがカムロ町で何してる？ちょっと話聞かせろや。事務所まで面かせ。いや、悪いけど急いどるんや。また次顔出させてもらいますわ。つれねえこと言うなよ。それにあんた自由に街を歩いてていい身分じゃねえだろ。親父から許しが出たなんて話は聞いてねえぞ。何黙ってんだよ俺。下っ端が偉なったもんやな。いつから俺に備え口叩けるようになったんや。決まってんだろうが。あんたが組に逆らった時からだよ。まだおったんかい。相変わらずですね、真島さん。若い者のご無礼をお許しください。このお詫びにお連れしたいところがあります。こいつらにも言うたんやけどな。俺は今急ぎの用があるんや。島野の親父があなたをお呼びです。なんやと？それより大事な用があるということでしたら遠慮しますが、そんなもんあるわけないですよね。何遠慮しとるんや、真島。少し身内に酒あかんようになったんか。いえ。ふん、なんも怖がることないで。お前に話があるんや。急な呼び出しだな、兄弟。佐川。ふん、水臭いこと言いなや。お前こそこっち来てるんやったら声かけてもらうな。これで全員や。久々にうまい酒が飲めそうやな。で、用ってのは何なんだ、兄弟。そらこっちのセリフやろ。兄弟こそカムロ町には何の用で来たんや。ったく負けたよ。どうせ全部お見通しなんだろ。でなきゃこんなお膳立てはしねえもんな。牧村誠が蒼天堀から逃げた。今橘不動産ってとこの連中が女連れてカムロ町に来てる。ほう、そないなことになっとったんか。せやけど安心せい。全部わしの計画のうちや。何？どういう意味ですか？そもそもな、真島。わしがお前に牧村誠を殺せ言うたんはお前には殺せんと踏んどったからや。
おい、なんだそりゃ。わかるやろ、真島。わしはお前以上にお前っちゅう男をよう知っとるんや。目に浮かぶで。殺しの命令を受けたお前は女殺せんとどっかにかくまったんやろ。わしの狙い通りにな。何やと。説明してくれんだろうな、兄弟。その前にお前らもう殻の一坪は見たか？あ？殻の一坪は七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。そんな土地が今東上界の鍵を握っとる。堂島組の連中が大金つぎ込んできたカムロ町再開発計画、その生き死にが殻の一坪にかかっとんのや。もし堂島宗平がその土地を手にしてみ、そっから生まれる再開発の利権を手土産に東上界の跡目や。あんな頭の足りん小物がトップになったら東上界はしまいやで。せやからそれを邪魔しようとしとるんが堂島組の若頭風間や。風間慎太郎ですか？せや、あいつほど厄介な男はおらん。わしが東上界とんのに一番邪魔な男や。女を連れ去った橘不動産の桐生一馬いうのもその風間の手下や。桐生一馬？風間も親の堂島には表だって立てつけん。せやから橘不動産中兵隊を使ってるっちゅうこっちゃ。それ言ったら兄弟も同じだ。今は直系の島野組も元を正しゃ堂島組の系列。堂島宗平ってかつての親に弓は引けねえ。だから組から名前消した真島ちゃんを使うしかねえんだろ。せやな。で、兄弟の狙いは何なんだ？殺せと命令してまで牧村に真島ちゃんを近づかせた理由は？信頼を得るためや。口約束とは違う本物の信頼をな。は、なるほど。愛か。せや、女から見れば殺し屋のくせに自分を助けてくれる真島ほど信頼できる男はおらん。いずれ真島の言うことやったら何でも聞くようになる。それがわしに土地を売れいう話でもな。女は好きになれば何でもする。愛は盲目ってやつか。そしてもう一つ、牧村誠には別の理由でしばらく身隠してもらう必要があった。何のために？東上界内部の風間派を全部あぶり出すためや。それを知っとかんうちにはわしも東上界は取れん。女が消えたら案の定動き出した東上界の人間がおった。それが日教連の世良や。あの世良を動かしたんはお前の手柄やで、真島。風間と世良のつながりはわしにも見抜けんかった。はん。世良なら俺が始末しといたよ。いや、あいつはまだ生きとるわ。今日カムロ町で世良を見たもんがおる。あ？なんだと？それでええんや。殺すには早い。バックに風間がついとることさえ分かっとれば逆に日教連を利用できることもある。
真島、お前もう牧村誠は殺さんでええ。そん代わりあのお嬢ちゃん、橘不動産から取り戻してわしんとこにお連れせ。大事な客人としてや、わしがきっちり10億で土地買うたる。それさえうまくやったらお前登場界に戻したるわ。女もお前の好きにしたらええ。お前惚れとんのやろ、あの女に。だがな、あいにくその女がどこにいるかわからねえんだ。全部お前の計画のうちってんなら手貸してくれよ、兄弟。女連れて逃げとんのは橘不動産の桐生や。せやったらその兄弟分の錦山いうのから居所たどったらええ。錦山も風間の子がいや。風間組の事務所によう出入りしとる。やれやれ。よかったな、真島ちゃん。女は殺さなくていい。登場界にも戻れる。与えられた仕事さえ完璧にこなせばな。いいことずくめじゃねえか。これでみんなハッピーってわけだ。せやからええ話がある言うたやろ、真島。ただのピエロちゅうわけか。おい、落ち着けよ。負けてきれんならもうパチンコなんかやめろって。うるせえんだよ。おいてめえ、待てよこら。なんかこいつやばくね？バカやべって。肩ぶつけたろうが。謝れっつんだよ。どうでもええ。は？好きにせえや。マジかよ。俺上等じゃねえか。あ、よっしゃ、俺にもやらせろ。あららら。ええやろピエロで上等や。おい待てや。誰だてめえ。真島言うもんや。堂島組の錦山来とるか。え、錦山さんのお知り合いですか？いや、これから初対面や。ああ？てめえふざけてんのか？何者だこれ。錦山はおらんのか？うるせえ。
おめえもういいから帰れ。ここどこだと思ってんだ。ほら消えろっつんだよ。よせ。そいつは真島だ。お前らの手に負える相手じゃねえ。真島って真島五郎ですか。3年前島の組から消されたって話だったがな。間違いねえ。あんた誰や。風間組若頭の柏木だ。あんたが錦山に何の用がある。あんたには関係あらへん。から錦山出せ。俺がお前の言うこと聞く義理でもあんのか。なんやと。お前は登場界から抹消されてる。ここはお前が来ていい場所じゃねえ。加減にせえ。俺は錦山出せ言うとるだけやで。さっさと出さんかいボケが。錦山も桐生もお前には渡さねえよ。上等やないか。お前らはいい。こいつは俺がやる。真島、場所を変えさせてもらうぜ。この神聖な事務所、お前の血で汚されちゃかなわねえんでな。こない小汚い事務所でよう言うわ。ま、やろ。何やここ。俺が面倒見てるビルでな。好きに使わせてもらってる。お前の死体が転がってもすぐに始末できるってわけだ。ほんまにあんた一人でよかったんか。今からでも遅ない。手下呼んでもかまへんのやで。それじゃつまんねえだろ。俺もお前とは一度やり合ってみたかったんだ。おかげでさっきから血が騒いで仕方ねえんだよ。極道の佐賀ってやつか。派手に行こうじゃねえか。追っ始めようぜ真島。行くぞ真島。よくよけ。なんやこのさ。来ない化け物が風間組にはおったんか。柏木さん。とこに来たやないか。錦山っちゅうやつはどこや。さっさと答えんとこいつの左目えぐるで。俺と揃いにしたる。俺にそんな真似さすな。セレナって店だ。天下一通りにセレナって店がある。錦山さんはよくそこで飲んでる。そうか。おらんかったらまた戻ってくんで。
いらっしゃいませ。良さそうな店やな。ありがとうございます。帰るよ。なあママ、この店錦山いう男の行きつけって聞いたんやけどな。実際よう来るんか？ええ。誰だあんた？真島言うもんや。お前は？あんたの探してる男だって言ったらどうする？俺がほんまに探しとるんはお前やない。牧村誠いう女や。その子は橘不動産の桐生と一緒におる。その桐生んとこに案内してもらいたいんや。真島って言ったかあんた。ああ。俺がこの世界に入る前、島の組に真島って人がいたらしい。下手打って左目えぐられたって聞いてるよ。それ以来町から姿消したってさ。登場界に復帰したってことですか、真島さん。まだや。だったらなんで牧村誠を追ってんだ？あの子を守るためって言うたら信じてくれるか？何？お前の兄弟分はどこや？牧村誠どこに隠しとる？錦山君。お前じゃ俺には勝てん。笑わせんな。会ったばかりで俺の何がわかんだよ。今ので何もわからんようやからお前は俺に勝てんのや。あんたも分かっちゃいねえよ。あんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが、俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえ。なるほど、そういうことかいな。確かにあんたは強えらしい。それでも俺は引くわけにはいかねえんだよ。レーナ、下がってろ。錦山君。俺のごちそうさん。もうやめて。やめてほしいんやったら言えや、錦山。桐生はどこや？待って、あなたが探してるのは牧村誠でしょ？よせ、レーナ。彼女なら姿を消したわ。もう桐生さんの元にもいない。なんやと？どういうこっちゃ？錦山君も今彼女のこと探してるの。ここに来たのもその誠さんを探すために。ほんまなんかその話？3時間くらい前だ。彼女の兄貴が殺された直後、行方が。ちょっと待て。なんなんや誠の兄貴っちゅうんは。知らないのか？橘哲。
橘不動産の社長が彼女の実の兄だ。何やと。二人は中国残留孤児の2世で10年前に中国で生き別れてる。一人で日本に密航してきた橘は後から妹も来日してたと知って彼女を探してた。牧村誠の方もずっと兄貴を探していたらしい。彼女が蒼天堀にいたのはそこに橘がいると思ってたからだ。その兄貴がひでえ殺され方してあの子はしばらく放心してた。俺も桐生もかける言葉がなかった。気がついた時にはあの子は姿消してた。目が見えねえはずなのにどこ行ったんだ。最後に女見たんはどこや。西公園のホームレス街。そこに連れ帰った後にあの子は消えた。そしたら今頃街を出歩いてるかもしれんちゅうことか。あの子はヤクザがぎょうさん狙っとるんやぞ。あんたさっきあの子を守るために探してるって言ったな。あれ本当なのか。ああ。だったらあんたも探してくれ。あの子に何かあったら俺も桐生も死んだ橘に合わせる顔がねえ。くそ。これが殻の一つ。お前誠なんやろ。そないなとこで何してるんやお前。誠？あなたにはまた会えると思ってた。お前見えとるんか。お前見えとるんか。なんとか街を歩ける程度にはね。あなたがそこにいるってことくらいは見える。どないなっとんねん。今日あの殻の一坪で兄と10年ぶりに会った。でもその時私は目が見えなかったし、兄はもう殺されてた。その兄の体に触れた時ね、ずっと見えなかった目が光を感じ始めたの。
そんなことがあるんか。兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった。分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと。堂島組のヤクザたちが兄をあんな土地のせいで。まさか復讐なんて考えなよ。やけになるな。事情が変わったんや。俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる。今のそいつの狙いはお前の命じゃない。あの土地をお前から買い取ることなんや。せやからそいつに会うて土地手放したらもう誰にも狙われんようになる。安心せえ。俺が一緒におる。何があっても必ず守ったる。私のことなんかどうでもいい。私には死んでもやらなきゃいけないことがある。もしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して。兄を殺したのは殻の一粒を狙うヤクザたち、堂島組の3人の幹部、そして堂島宗平。俺にそいつらを殺せっちゅうんか。お金なら払える。10億で足りる？もともと私のことも殺そうとしたんでしょ。お願いだからあいつらを殺して。きっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ。だったら兄は私が敵を討つのを望んでるってことでしょ。お前の兄貴がそんな男のわけないやろが。待てよ。ほっといて。もう一人で平気だから。誠、ほっといて。なあ、たこ焼き食いかんか。たこ焼きや。それ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたる。またお腹が空いてるから落ち込むんだっていうの。あかんか。いいよ。でも食べたらもう私に構わないで。その話は食ってからにしろや。段差気ぃつけや。2つくれや。はいよ。はよしてや。はいはい。優しいんだね。うるさいわ。いい人じゃないね。ぐだぐだ言うとらんとさっさと焼けや。いい人です。私なんかのために大変な目にあってもまだ私を助けようとしてくれる。この人がいなかったら今頃もう私は美味しそうですね。いい匂い。そうでしょ。よし、おまけでもう一つサービスしちゃう。本当ですか？
ごちそうさま。大阪にも負けてないね。カムロ町のたこ焼き。なあ、そんだけお前は世間知らずやったっちゅうことや。そうだね。どうやって堂島組に復讐する気なんや、お前。教えない。アホな真似はよせや。それにもし俺が手伝ったとしても、組の人間に手出したら連中はどこまでも追ってくる。結局お前は殺されんだよ。その場合どないな目に遭わされるか俺にもわからんのよ。私のことはどうでもいいって言ったでしょ。もう少しだけ考える。今さらそんな急ぐ必要あらへんやろ。それならあなたの方も考えて。私に手を貸すかどうか。あなただって考えが変わるかもしれない。美味しかったな、たこ焼き。もう一個食べない？私買ってくる。ここにおれや。まだ目がよう見えんのやろ。俺が買うてきたる。ごめんね。すぐ戻ってくるわ。ちょ待っとけ。あんちゃん。ああ、たこ焼きくれや。何言うとるんやお前。さっき公園から出てきたお姉ちゃんからあんちゃんに伝言預かっててね。何やと？その子もあんたの名前知らねえっつうからたこ焼き持ってんの目印に声かけろってさ。お姉ちゃんは誠って名乗ってたけど伝言の相手あんたでいいんだよな。あのアホ。明日の5時殻の一坪の上にあった屋上に来てって。そんだけ伝えたらあんたには分かるって言ってたけど。明日5時屋上。伝言のお礼はあんたからたこ焼きもらってくれってさ。さっさと持ってけや。へへ、ごちそうさん。どこほっつき歩いとんねん、誠。どういうこっちゃ。どこの組のもんや。渋沢組だ。渋沢組？うちの雇った鬼人会。てめえのおかげで散々下手打ってな。仕方ねえから消す羽目になっちまった。お前らが西谷を。手間かけさせやがって。いい加減目障りだぜ。誠はどないした？
あの女からうちの親父に土地を譲りてえって連絡が入ってな。丁重にお迎えしてやったよ。なんやと？あの子が自分から渋さんに連絡したっちゅうんか？振られちまったな。今頃親父は女を堂島組長に差し出してる。しかし女ってのは分かんねえもんだな。あいつはわざわざお前がここにいるって俺らに教えてくれたよ。しつこく付きまとってくるから追い払ってくれってよ。堂島組長と女はどこで会うんや？関係ねえだろ。お前の行く先はあの世なんだからな。あの子は俺を呼んどるんや。せやからお前らをここに起こした。はあ？あの子はどこにおんねや！女はどこや？そらはよ言えや。言わな他の者に聞く。その前にお前には死んでもらうけどな。はよ言えや！六本木セバスチャンビルの展望テラスだ。親父、牧村誠さんをお連れしました。よくやった渋沢。次期若頭、これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。それで牧村さん、空の一坪の件で俺に話があるって？土地はあなた方にお譲りします。あんな土地私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ。そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。10億でも不服か？お金はいくらでも結構です。ただしこれまで空の一坪に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。橘不動産の社長、あの人は私の兄です。それであなたの手下の首を3つ私の前に並べてください、堂島組長。それが空の一つをお譲りする条件です。誠！なんやこれは。
しとるんやお前。誠、己ら全員地獄に送ったる。ぶっ殺したる。生きとる。おい誠、聞こえるか。しっかりせえ。おい、俺が分からんのか。返事せえや誠。ごめんなさい。誠、私だけじゃ何もできなかった。またあなたに迷惑。もう喋らんでええ。お願い聞いて。あなたの手下の首を3つ私の前に並べてください、堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。可愛い子分の首で土地を買えと？俺がその条件を飲むと思うのか、お嬢さん。あなたが条件を飲まなければそれはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。なるほど。ただ俺が思うに言った。あの殻の一坪って土地は少し過大評価されすぎている。あんたは知らんだろうが、あの一坪は周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかった。
それが？そのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできる。だが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れた。こんなこともだろうがヤクザをなめちゃいけねえな。私は本当にバカで世間知らずだから殻の一坪があればうまくやれるって私にはそれしかないから。分かっとる。もうええ。やるしかなかったの。くそ、誰かこの子を。真島。セロ。何があった？撃たれてる。すぐに運べ。この人を死なせるな。どこに連れてくんや？安心しろ。お前も来い。あの子を助けたかったら今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか？誠、おい聞こえるか？死ぬんやない。復讐でも何でもお前の望みを俺が叶えとるから。せやから頼む。東上界最強と言われる堂島組が独占を狙う巨大な利権、カムロ町再開発計画。その鍵を握る殻の一坪の所有者牧村誠は橘の生き別れの妹だった。極道たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙をむく。殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の凶弾に倒れ暴力の闇に飲まれていった。しかしカムロ町が今まさに堂島の支配下に置かれようというこの日、極道の掟から外れた2人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた。
いつまでかかっとるんや。終わったんか。手術はどないやった？失礼ですが、あなたは？あの子をここに連れてきたもんや。大丈夫。手術は成功です。ただ、まだ意識が戻ってません。もしかしたら、このまま目を覚まさないかもしれません。なんやと？という状況よ。世良さん。セラ。真島、牧村誠の場所を移す。ここは危険だ。堂島組に彼女が生きていることが知れれば、間違いなくとどめを刺しに来る。守りきれん。せやったらどこへ？少なくともここよりは安全な場所だ。先生にも付き添ってもらう。お前も一緒に来るか？俺があの子のそばでできることはもう何もないやろ。セラ、誠を頼む。俺にはあの子の代わりにやらなあかんことがある。これ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんのや。堂島組がおる限りあの子は意識が戻ったとしてもまた狙われる。せやから俺が全部しまいにしたる。お前まさか堂島と差し違えるとでも言うのか？先生もあの子を頼むで。なんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれや。真島。カムロ町再開発計画。今まで散々殻の一粒に足引っ張られたが、ようやく本格的に役人が動き出すことになった。渋沢、てめえの手柄だ。そんじゃこれからは渋沢を頭って呼ばなきゃいけねえわけですか。その前にまだやることがあるでしょう。何の話だ？風間組の始末です。橘不動産、日教連、奴らの陰で糸引いてたのは風間の頭ですから。堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません。無所にいる風間の頭を消すってことかい？そんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ。脅し以外はズブの素人だな。ああ？てめえなんだその口の利き方だ！風間組の息のかかったもんは全員だ。連中を登場界からきれいさっぱり消さねえ限り、桐生みたいな跳ねっかりがまた出てくる。ほら、徹底的にやらしてもらいますよ、親父。今度の若頭は血の気が多いぜ。ここにいたのか、桐生、錦、牧村誠。まだ見つからね
アジア外の連中にも手貸してもらってるが、今んとこ手がかりもなしだ。そうか。なあ桐生、お前真島五郎って男知ってるか？名前だけは聞いたことがある。そいつがどうかしたのか？そいつも彼女を探してる。風間組の事務所に押し入って柏木さんを一人で叩きのめしたらしい。あの柏木さんを？真島はその後俺んとこにも来た。やられたのかお前？はっきり言って歯が立たなかったよ。そんな奴が誠を探してるのか？ただその真島は堂島組とは別で動いてる。あいつは誠を守ろうとしてるようだった。敵じゃないのかもしれねえ。だからといって仲間とは限らねえ。とにかく誠を見つけねえことには何も分からねえままだ。死んだ立花のためにも彼女だけは何としても守りてえ。そうだな。知らねえ番号だ。誰からだ？桐生か？ああ、そっちは？日教連の世良だ。世良さん？あなただったんですか？立花社長のことは聞いた。堂島組にやられたってな。俺は今アジア外の陳さんの店に来ている。お前と差しで話がしたい。すぐに来られるか？何の話です？会ってから話す。気をつけてこい。堂島組は今もお前を探してるぞ。桐生さん、あんたの客はあっちだ。立花さんは残念だった。最後に一目でも妹と会わせてやりたかったな。あんたが必死に助けようとしたことは分かっている。アジア外に住む中国人を代表して礼を言う。ありがとう。よしてくれ。俺は何もできなかった。礼を言われる資格なんかねえ。ゆっくりはしてられません。話ってのは。お前はもうゆっくりしていい。それを伝えに来た。え？牧村誠が堂島組に撃たれた。一応峠は越えたがまだ危険な状態が続いてる。意識不明のままだ。何があったんです？それじゃあ彼女は目が見えるようになっていた。少し光を感じる程度だがな。それより幸い堂島組はもう彼女を殺せたものと思っている。早速カムロ町再開発計画の本格着手に動き出した。しばらく彼女に危険はないだろう。でも真島って男は彼女が生きていると知っているんですよね。信用できるんですか？おそらくな。あいつはもともと島野の命令で牧村誠を殺すように動いていた男だが、
今は心底彼女を守ろうとしている。ただこの先どう動くかはっきりは分からん。それより堂島組だ。若頭補佐の渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。これから実質的に堂島組を動かすのは渋沢になる。やつはこれまで表に出るタイプじゃなかったが、筋を通し耐え忍びながら力を蓄えていた。だが渋沢組は若い組織。久世剣能会や阿波野の太平一家の上に立つには強い力を示す必要がある。となれば真っ先にやるのは旧風間派の徹底的な排除。特にお前は目の敵にされるぞ。それに殺しの濡れ衣も晴れてない以上、薩もお前を追ってる。お前はカムロ町を出てしばらく身を隠せ。時間さえ稼げればまだ希望はある。希望？牧村誠の意識が戻れば殻の一坪は日教連が取る。え？そしてそれが風間さんの真の狙いだ。なんだと？あの人は今堂島組の拡大を止められる唯一の対抗勢力として俺の日教連に白羽の矢を立てた。橘も殻の一坪を日教連に渡そうと動いていた。全てはこの俺を堂島宗平に代わる東上会の跡目に据えるためだ。それじゃおやっさんはあなたに東上会を託したってことですか？そういうことになるな。知りませんでした。あなたとおやっさんにはそこまでのつながりが。俺もお前ほどじゃないが風間さんには世話になってきた。俺に極道のイロハを仕込んでくれたのはあの人だ。足を向けては寝られない。桐生、お前のことも風間さんからくれぐれもと頼まれてる。殺しの濡れ衣の件もいずれ俺が必ず何とかする。だが今牧村誠が目を覚ますのを祈るしかないのが現実だ。それじゃもう俺にできることはないってことですか？お前はもう十分やった。お前がいなかったら牧村誠はカムロ町に来る前に消されてたろう。彼女が今なんとか生きてるのもお前のおかげだ。彼女は今どこに？病院からは移動させた。芝浦に停泊してる船にかくまってる。彼女が生きてることが堂島組に知れたらまずいんでな。芝浦？お前にこのことを伝えたのは俺なりに筋を通したかったからだ。あとは俺たちに任せてお前は町を出ろ。いいな。桐生、錦、なんだ、どうかしたのか？堂島組の連中が風間組の事務所に向かってる。風間組を襲う気らしいぞ。何？渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。奴は風間のおやっさんの勢力を根こそぎやる気だ。俺もお前も的になってるはずだぜ。号令かけてんのは渋沢ってことか？すぐ町の中堂島組で溢れる。俺ら町を出るしかねえぞ。おい、いたぞ！桐生と錦まで！錦、牧村誠は日教連の世良が保護してた。堂島組は彼女を殺して殻の一粒に型がついたと思っているんだ。だが彼女が生きている限り殻の一粒は世良と風間のおやっさんの切り札になる。堂島組を押さえつけることができるはずだ。この場をしのいで時間を稼げば状況は変わるかもしれねえ。
つまりどうしろってんだ。お前は風間組に行け。柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。こいつらは俺が食い止める。桐生、早く行け錦。分かったよ。お前らの相手はこの俺だ。風間の使いっ走りがでけえ口叩くんじゃねえ。お前らは全員皆殺しだ。恨むなら風間を恨め。おい早く早く。こっちこっち。警察。クゼ、あんた一人か。ああ。組の人間は引かせた。てめえとやり合うのに余計なちゃちゃ入れられたくねえんだな。まだ風間組には手出しちゃいねえよ。錦山も事務所の中だ。堂島組は風間組を、いや風間のおやっさんをどうする気だ。始末するに決まってんだろ。風間組もおめえも。今その指揮取ってんのは渋沢だがな。誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ。堂島組はもう登場会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからな。お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだ。そうかもな。だが俺は雑魚がいくらかかってきたとこで今のあんたほど手強いとは思わねえ。あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど厄介な相手はいねえ。よく分かってんじゃねえか。俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだ。それさえありゃ男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前どっちの意地が上に行くか見ものだな。決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。いいよね、上出来だよ。いつでもいいぜ。殺す気でかかってこいや。な
なんて野郎だてめえは。どこまでも強くなりやがる。クゼの兄貴。なんとなく俺にはわかる。風間の頭はお前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。その封印を解いちまったんだよ、堂島組が。だがお前の他にもう一人、そいつも今本物の極道になろうと必死にもがいてる。日教連に激流、そこに奴が渋沢がいる。渋沢が日教連に。牧村誠は生きてるんだろう。渋沢は殺し屋に女を撃たせるときわざと死なねえようにしたらしい。まだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがな。あいつは日教連に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるためにな。なんだと？女も世良もおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれる。本物の極道に。桐生！錦。今アジア街から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。もしかして日教連は芝浦にいるのか？ああ、誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜ。桐生、車回してくるからよ。分かってんだろうな、桐生。てめえは極道の一番深いところに足突っ込もうとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや！ええ、全部覚悟の上です、クゼの兄貴。ちょっと無視かよ。ほら。なんだよ、忘れちまったのか、俺らのこと。あんまり偉そうに街歩いてっとまたボコボコにしまうぞ。俺らに会ったらちゃんと頭下げてけよ。ま、とりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか？てめえ！ごめんなさい。すいません。すいません。
チンピラ相手に何やってんだよ、真島ちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか？遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがあるん。どこ行くんだ？堂島組や。堂島組？おい、どういうことだ？女は堂島組にいるのか？牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。殻の一坪はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだよ真島。はっきりしろ。女は死んだのか？手離せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって？堂島をやる気か？たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。てめえ誰だ？おい、なんだてめえは。誠から伝言預かってきたおせっかいな殺し屋じゃ。親父、世良の野郎はまだ船に戻ってません。どうします？構わねえ。始めろ。へい。なんだありゃ。桐生、奴ら堂島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか？やっと来たか。渋沢。渋沢！お前らの相手はこっちだ、桐生。てめえら。日教連だ！俺が撃ち返せ！
こっちも始めようぜキリュウ。こいつら。柏木さん、風間組か。桐生、錦山、お前らは船だ渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。桐生、行こうぜ。後ろからも来やがった。柏木さんは何やってんだ。桐生、俺がここで連中を食い止める。お前一人で先に行け。錦、心配すんな、俺は大丈夫だ。お前は誠を守ってやってくれ。急がねえと渋沢に殺されちまうぞ。だからいいから行け。あいつを止めねえと風間のおやさんにも死んだ橘にも顔向けできねえだろう。渋沢をぶちのめすのはやっぱりおめえの役目だよ。だから必ずあいつを止めろ。分かった。俺が銃を撃ち始めたら先に走れ。いいか、俺が追いつくまでに渋沢と片付けとけよ。よし、行け。渋沢、この野郎、ちまちま増えてきよって。なんで俺は止まらへんだ。こいつやべえぞ、いいからしまってる。いい加減にしとけよこのガキ。お前ら下っ端の首は数に入らんね。さっさとどかんかいボケが。元島の組真島五郎が18人殺しの冴島大河の兄弟分お前ら二人揃って随分と時代がかかってんな。やっと見覚えのある顔や。頭王座の阿波野ってもんだ。顔ぐらいは知ってだろ。ああ、お前ほどの男が今は堂島組長の玉よけか。お前の目的は女の復讐か。そのためだけにたった一人で堂島組をここまで攻め込んでくるとはな。
賢く生きるつもりはさらさらねえらしい。極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしいわ。今は世の中金が支配する時代だ。その時代が求める極道の姿ってのがあんだ。生き方の良し悪しじゃねえ。おめえが時代に合ってねえってだけのことだ。本気で備え思うとるんやったら、俺に言い訳する前にさっさとかかってきたらどないや。自分のくだらん生き方をにやけ面でごまかさんで済むで。なるほど、そうかもしれねえな。おめえみてえな熱のある男にはついごまかそうって頭が働いちゃう。ゴルフに女に高い酒、全部くだらねえたわごとだ。そいつを漁ってるうちに俺の背中に背負った墨をえらく色あせちまった。もともと俺は人を殴るのが好きでな。相手がムカついたから殴るんじゃねえ。殴るのが好きだから殴った。根っからの極道のくせにいつからかてめえの血流すのが億劫になってな。金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまった。もっとも楽に生きるのが楽しいとは限らねえがな。せやったら最後にお楽しみができてよかったやないか。お前らは殻の一つぼっちゅうざれ言のために群れになって誠を引き裂いた。もう二度とあの子お前らのざれ言には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。安心せえや。堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ。真島五郎。惜しかったな。こんな時代に踊らされてなかったらその拳でてっぺん取れたかもしれん。あんたにはそれだけのもんがあったはずや。長えこと極道やってるとや。正直てめえの立ち位置が見えてきちまう。風間の頭みてえな男がいる限りてっぺんを取ることができねえ。なんてな。俺もよ、もう少しおめえみてえにバカだったらよかったのにな。俺かて
そないバカ正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りにはバカに生きてバカに死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方が俺は男の最高の生き様やと気がついたんや。ラッキーなんだなお前。天野、お前か。何やってんだてめえよ。男二人腹割ってる時によ、部外者余計な真似してんじゃねえぞほら。島野が始末したはずの男がこうまで俺に盾ついてくるとはな。マジバ、おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった。島野も消さなきゃならねえ。面倒ばかりだ。堂島宗平、そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だ。そいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り、俺は誰だろうが好きにやれる。力ってのはこういうもんだ。お前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのや。せやないとあの子は黒い闇から逃れられん。ラオグエイ、油断するなよ。地獄の底まで引きずり込んだるわ堂島。真是我们个人之なんだと。まだ終わったらんやろがボケ。おとなしく待っとれや。こっちはもうすぐ済む。
その次がお前や。真島。セラ桐生一馬か。なるほど。風間の頭が見込んだわけだな。もっと早くお前の存在に気づくべきだったよ。ただの若造がいつの間にか竜に化ける一歩手前だ。そんな話はいい。女を離せ。お前が彼女を殺す気ならとっくに殺してたはずだ。先生、その子を連れて離れてろ。もう用は済んだ。女を始末するのはお前を殺してからだ。それで風間の息の根は完全に止まることになる。セラの野郎を後でじっくり料理すりゃいい。今俺がやらなきゃいけねえのはお前だ。風間の極道を継ぐお前をこの手で始末する。俺が欲しいのはあの風間慎太郎を超えたっていう看板だ。何？人間ってやつは金や権力を手にしたところで最後には花が求められる。それが看板ってやつだ。お前はそんなくだらねえもんのために風間のおやっさんを狙うのか。そのくだらねえもんのために命張らなきゃいけねえ男もいるんだよ。俺の父親は昔ある代議士の秘書をやっててな、ゆくゆくは政治家になるんじゃねえかって周囲からも期待されていた。だが手柄は全部代議士に持っていかれ、挙句の果てにその代議士の汚職が原因で自殺に追い込まれた。それが能力だけでのし上がろうとした男の限界だった。世の中なんてそんなもんだ。頑張ったことが報われない社会でまっとうに生きるなんてバカバカしい。だから俺は力が全ての裏社会こそ自分を生かせる道だと思った。必死になって金も作った。親父が欲しがるものは何でもくれてやった。だが極道も政治の世界と同じだったぜ。結局周りの極道が最後にひれ伏すのは金じゃ買えねえ極道の看板だった。風間のおやっさんは看板だけの男じゃねえ。クソみてえな親の下で堂島組を東上界最大の組織にまで育てた。あんたの父親を死なせた代議士とは違う。そんなことは分かってる。風間は別格の極道だ。俺には別格と呼ばれるほど看板はねえさ。だがてっぺん取るためにそれが必要ってんならてめえで作るだけのことだ。おめえはそうやって何でもかんでも計算づくか。男の看板ってのは自分で設計図引いて作るようなもんじゃねえ。後から勝手についてくるもんだ。何とでも言え。
これは俺なりの努力ってやつさ。その努力が女を撃つことか。橘や織田を殺すことか。てめえの看板が欲しいなら他人の血で書くんじゃねえ。お前も風間の看板に憧れて極道の世界に入ったんだろ。だが風間も昔は登場界のヒットマンとして何人もやってきた。それこそ伝説になっちまうほどの人数だ。お前が思ってるほどまっとうな男じゃねえ。殻の一坪にしても最初は堂島組のお家騒動だった。そいつに何人もの仇を巻き込んで死なせたのは結局んとこ堂島の親父に弓引いた風間じゃねえか。何が言いてあの風間の頭ならいずれ女や橘が危険にさらされることも想定できたはずだ。つまりあの人だっててめえの解体を完成させるために橘たちの犠牲を割り切って使ったんだよ。他人の血をてめえの道具に使うのは極道の坂だ。だから俺もお前の血を看板に使わせてもらう。竜背負ってんのはお前だけじゃねえんだよ。お前を殺し風間を越えて俺ら堂島の竜になる。俺はそんな肩書きはいらねえ。だが竜は一匹でいい。ああ、お前の言う通りだ。付き合ってやるぜ、そのくだらねえ戦いに。
俺も一つだけ癖から学んだことがある。極道は張り続ける限り負けじゃねえってことだ。お前も風間もそして女も必ず殺してやる。立花のようにな。そうだよな。もう殺すしかねえよな。この俺をやれや桐生。それでこそ風間慎太郎を継ぐ本物の極道だ。ダメだ桐生。錦超えちゃならねえ。その一線越えちまったら戻ってこられなくなる。こいつ殺したとこで何にもならねえだろうが。お前勝手に先は死んじゃねえよ。兄弟踏みとどまれ。いつか最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たら、そん時は俺も一緒に越えてやる。だから錦、そいつらを殺すのか、真島。当たり前や。こいつらがおる限りあの子はいつまでも狙われるんや。全部しまいにするにはここで殺すしかないやるが。殺すんや。俺がこいつらを誠の代わりに。彼女がそれを知ったら苦しむだろうな。何？感謝するかもしれん、謝るかもしれん。だがいずれ彼女は必ず苦しむ。冴島大河が18人殺した罪を背負った時のお前と同じ苦しみを味わうことになる。彼女は自分の手がきれいなままなのはお前が代わりに手を汚したおかげだと、そう気づく。自分のために人殺しになった者へ償う方法はこの世にない。お前はあの娘に償いきれない貸しを作る気か。こんなクソボケが！
せやったら俺はどないしたらええんや。こいつら殺してもあの子を救うことにならん言うんやったらどないせっちゅんじゃ。もう終わったんだ真島。牧村誠は意識を取り戻した。今風間組の柏木たちが病院に移送してる。誠が意識を？何言ってる。女が生きているのか。バカな。それじゃあ殻の一粒はあの土地はどうなった。堂島さん、殻の一粒はもう彼女の手を離れました。うちが新しい土地の所有者です。1000億も出してもらえりゃあなたに売っても構いませんがね。何？堂島組の時代は終わったってことです。カムロ町再開発の莫大な利権は殻の一粒を持つ人間にしか動かせん。これで堂島組一強だった東上界の勢力図は大きく書き換わる。くだらん話はええ。あんたは俺にこいつらを殺すな言うんか。その殺し屋は堂島の命令で何人も殺してきた。堂島の急所を握る生き証人だ。警察にもその情報は流しておいた。そしたら殺に突き出すだけで済ませろっちゅうんか。俺はそこまで甘くはない。その殺し屋の身柄は日教連で隠し持つ。東上界最強と言われる堂島組をこの俺が裏から操る切り札としてな。それにその殺し屋はここで楽に殺すより死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろう。よくこらえたな真島。牧村誠にとって堂島組はもう脅威じゃない。お前が彼女を救った。よう言うわあんたも。俺を栄養に利用したっちゅうわけか。島野の親父と同じように。ここに来たらたまたまお前が一人で堂島組を潰してたってことだ。俺にそんなこと想像できるわけがない。真島、まだ片付いてないことがある。お前の親父島野に一つ伝言を頼めるか。お前が奴に東上界を裏切ったけじめをつけさせろ。何やと？佐川。島野の兄弟に会いに来たのか。親父おるんやろ。話があるんや。兄弟は今近江連合の本部長と話してる。近江の本部長？近江連合の東京進出の段取りを打ち合わせにな。残念やったな。殻の一粒は日教連の手に渡ったで。もうあんたらの付け入る隙はなくなったっちゅうことや。そっか。じゃあお前が島野を殺せば全部終わるってことか。
なあ、楽しかったよな。なんだかんだ言って俺ら。それが目の見えねえ小娘に振り回されてこんなとこまで来ちまった。面白いな、巡り合わせってのは。真島。親父、日教連の世良から伝言を預かってきました。ほう。東上界内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです。殻の一粒を近江連合に売ろうとしたその人間を島の組で突き止めてほしいと。そんな話ようのこのこ言いに来たな、真島。世良は親父に身の潔白を証明してほしいと言うてます。おもろいやないか。せやけど俺は何があっても親父の子ですわ。せやったらお前わしの身代わりになって死ぬこともできるな。ええ。ただ一つだけお願いがあります。西島の兄弟に俺が謝っていたと伝えてください。これがわしの答えや。世良に言うとけ。殻の一坪も近江の本部長もわしには何の関わりもない。親父。お前に一つ教えといたる。ただのし上がりたいだけやったら目先のことだけ考えとったらええ。せやけどてっぺん取る気なんやったら勝ち方を考えなあかん。三日天下やないほんまの天下の取り方をな。風間と日教連の時代は長くは続かん。10年後は島の組が天下取ってるはずや。真島五郎っちゅう最強の武器が手に入ったんやからの。可愛い子には旅をさせろっちゅうのはよう言うたもんやなあ、真島。災難だったな、堂島。阿波野が死に久世と渋沢も薩にパクられた。風間が無所から戻ったところで今の堂島組はカムロ町の再開発どころじゃねえってことか。会長代行にはご心配をおかけしております。気にすることはねえ。それより
俺からもこの場にいる全員に一つ伝えておくことがある。承知の通り、先代が亡くなって以来登場会は俺が二代目代行としてこの椅子に座った。同時に長らく本家若頭の座は空白だったが、この堂島からも強く押されてな、空席を埋めることにした。日教連の世良総裁を登場会本家若頭に指名する。後見人は堂島だ。他直系組長からも多くの指示があった。世良には本家若頭として引き続き堂島が手放したカムロ町再開発計画の面倒を見てもらう。そろそろ俺の出る幕もしまいだな。よく来たな。すまなかった。苦労をかけたな。今日はおやっさんに報告したいことがあって来ました。多分おやっさんは俺の言うことに反対します。それでも俺はそうか。おやっさんには俺がこれから言うことわかるんですね。ああ。だができるのか、カズマ。覚悟はできてます。おい桐生、お前どういうことなんだ。ちょっと錦山君、急に大声出さないでよ。お前堂島組に復帰したってマジか。え？今日風間のおやっさんの面会に行ってきたんだろ。復帰のことも話したのか。さっき風間のおやっさんにはこのまま片木に戻れって言われた。おやっさんは俺が極道には向いてねってよ。あの人が俺を橘に預けたのは極道から足を洗わせるためでもあったんだ。それでもお前は組に戻るってのか。でもよ、ならせめて戻る先は風間組にすりゃいいじゃねえか。あんだけやらかした堂島組に復帰したら苦労すんのは目に見えてんじゃねえか。もう一回考え直せよ。いや、
それが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだ。俺はあの一件でたくさんの人間のけじめってのを見せつけられた。正直すげえって思った。極道だけじゃねえ、仇だって。マジで俺なんかまだまだだなって思い知らされた。そっか。でも俺もお前もまだ何が足んねえんだろうな。わかんねえ。わかんねえけど逃げちゃダメってことかな。逃げずに頑張って、そして残った道がそいつのやるべきことっていうか、奴ら皆そうしてたんじゃないかな。でそいつを見つめるための堂島組復帰ってことか。ああ、今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねえ。でもなんとか踏ん張って俺は俺の極道を行くさ。風間のおやっさんとは違う俺だけの極道ってのをな。あれ、お前いつもの一丁羅は？ああ、この前これ見かけてさ気に入ったんだ。おいおい、真っ白の方が良かったって。バリッとしててさ。それにそんなスーツ今時どうなんだよ。しかもお前らしくないんじゃねえか？らしくねえか。でもらしさってのは自分で決めるもんだろ。あのな、けじめ取るために復帰する組を選ぶのはまだわかるけど、スーツくらい人の意見聞いたってバチは当たらねえぞ。いや、俺はこれがいい。いやいや、じゃあさ、まだ黒でビシッと決めた方が。白も黒も気分じゃねえ。今の俺はこれがいいんだ。俺が決めたこれで始めたいんだ。わかったよ、知るか。じゃあ一生来てろ。ありがとうよ。なんだよ急に。勝手に大人ぶりやがってよ。錦、俺はお前にとんでもねえ借りをいっぱい作っちまった。なんだよ急に。一生かかってでもこの恩は返すぜ。何言ってんだお前。そうか。じゃあ飯でも食いに行こうぜ。お前のおごりで。おう。カムロ町で一番いい肉食わせるとこで。でもよ。どうした？今日はあんまり持ち合わせが。てめえ！ほら行くぞ。いいな。は？
なんだそのへんてこなジャケットは。グランドで働いてた頃の控えめさはどこ行ったんだ。ほっとけや。俺は決めたんや。何が正しくて何が悪いかわからんこの町で、誰よりも楽しく、誰よりも狂った生き方したるってな。はあ、お前はもっと地味な男だと思っていたが、まあそれも悪くねえ。まあお前とは妙な体験しちまったが、これからは同業として陰ながら応援すんぜ。関西で暴れたい時は連絡よこせ。そんなもんいらん。できることならもうあんたとは死ぬまで会わんでいたいもんや。確かにな。まあお互い敵も多い意味だ。せいぜい死なないように頑張ろうぜ。あんたは死んでも死なんやろ。そうだな。ほなまたな。大きにやで佐賀。は？何言ってんだお前。あんたは何があっても諦めへん執着心の塊のような男や。あんたには諦めんことの重要さを教わったわ。俺も執着するで、真島五郎っちゅう男の生き方に。好きにしろ。あの世で待ってるぜ、真島ちゃん。はあ、ずいぶん早いお迎えだね。さあ、俺も行くか。なあ。もう構わないで。話くらい聞いてくれたっていいじゃんねえ。君らもお金好きでしょ。女の子だから得できるいい仕事いっぱい紹介するよ。しつこいです。いい加減にして。そうカリカリしなさんなって。そうそう、お茶でも飲みながらさ。さあさあ。やめて。あんたちょっとやりすぎじゃねえか。こりゃ障害っつんだぜ。落とし前つけてもらわねえとな。話なら聞く。その代わり私一人で。面白え。よしお前は行け。待ってて、すぐに助け呼んでくるから。あんた根性あるじゃねえか。気に入っちまったぜ。話はホテルで手取り足取りじっくり聞いてもらいてえな。この甘下手に出てりゃ息になりやがって。兄貴
なんです？どうです？こいついい女でしょ。楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよ。そうだ、兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん、遊びはここまでだ。この人誰だと思ってんだ？あ？天下のマジ。え？君はここに。先生、でも。先生！あんた、誠さんに何する気だ？あ、違うんです。今すぐ彼女から離れろ。違うの。この人は助けてくれて。お前の女か？いや、彼女は私の患者だ。なんや先生って、医者かいな。惚れとんのか？何？どうなんや？何よ、急に。そのげんこつがそう言うとる。でも男が一旦げんこつこしらえたら、そのけじめは取るもんや。どうなんや先生？お前、彼女に指一本でも触れたら。喧嘩なら相手が悪いで。あんた人殴ったらあかん。それにけじめのつけ方は喧嘩だけやない。けじめつけてくれや、俺のためにも。あんたの？ええからさっさと答えんかい。彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかった。だから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要で。で、どないやねん。惚れとんのか惚れとらんのか。愛している。医者としてではなく、一人の男として。俺は嘘が大嫌いやで。嘘じゃない。彼女に話したことさえないが。ならはよ言うてやらんかい。で、そばでちゃんと見とけや。しっかりせえ。大丈夫でしたか？何かされたんじゃ。何も、全然平気です。そうか、よかった。あの人、悲しそうな目をしてたな。でも先生、あの人と何を話してたんですか？いや、そうだ。今から少し話する時間ないかな？はい。
全部終わったよ。もうだからゆっくり休んでね、お兄ちゃん。私ね、たくさんの人に助けられた。リーさんや桐生さん、世良さん、本当にたくさん。でも一人だけまだお礼を言えていない人がいるの。ずっと一緒にいたのにその人の名前も知らない。顔だっておぼろげにしか見てない。ほんとダメだよね、私って。お兄ちゃんがこんなこと言われても困っちゃうか。ごめん。私のありがとう。ありがとう。よう桐生ちゃん。